皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年7月4日の生放送を行っていきます。というわけで、放送開始前から多くの方が集まりいただきありがとうございます。先日というか、昨日の晩生放送を行っての2日連続となるのですが、なんで2日やるかっていう話を最初にちょっとしておきましょう。これは先週の生放送の時の一つの教訓としてですね、1日でもうギュッと詰めて全部お話をしようと思ったら、全然時間が足りませんでしたよっていうことがあったので、2日に分ければある程度、ゆったりと話ができるんじゃないかなということで、ちょっと2日に分けてみようという試みでございます。日曜日この3時からっていう時間は、夜にかけての時間を考えると、いくらでも延長が効くんですけれど、だからといって延々と話をしてもちょっと辛いなってことにもなるので、どうせだったら1日を長くするよりも2日に分けることによって、ある程度自分自身の負担も下げれるんじゃないかな。そして、2回に分ければ、皆さんにとっても、どっちかの時間が、合う、合わないっていうのをちょっと使い分けることができるんじゃないかなと思います。日曜のこの昼下がりの時間帯っていうのはどこの人もそうなんですけれど、平日働きに出てますよっていう人にしてみれば、日曜日だったら時間空いてるよねっていう方も多いと思います。また同じようにですね、夜の時間帯だと日曜日は予定が入ってること多いよなっていう方もいると思いますし、また同じようにですね、この日曜日の夜の時間帯っていうのはこれ平日も週末も関係なく夜の時間帯っていうのは人気の時間帯で、数多くの生放送が行われていますし、動画の配信もされてます。基本的にはみんなそうなんですけれど、朝方、お昼、夜っていうこの時間帯を考えると、YouTube の世界っていうのはメインが夜の時間帯なので、夜の時間帯になると、やっぱりいろんなところでいろんな人が生配信をしたり動画を出したりをして、なかなかこの昼の時間帯手薄なんじゃないかなと思っております。そんなわけで、この日曜の昼下がり3時からっていう生放送、ある程度、固定的なものとしてやっていけたらなと思います。といったわけで、まずは生放送なんで2日連続したかについてのお話でした。さて、今、放送を始めまして、マイクの音量やもしくは今 BGM を一応後ろの方ではかけているんですけど、例えば BGM がでかすぎるよっていう方がおられたら教えてもらえれば下げますし、逆に全く聞こえないよっていう方もそういった意見もあるかと思います。私が喋りをストップした時に後ろにほんのりと BGM が聞こえるかなぐらいなのを狙っています。これは喫茶店なんかの音楽と同じで、あくまでも話の主役っていうのはそこで来ているお客さん同士の会話っていうのがメインで、決してお店の音楽っていうのがメインではないですよっていうのとちょっと感覚的には同じようなもので、ちょっとした空きの時間帯に何かその無音状態を避けましょうぐらいな感じで考えております。
3E さん、ボリューム OK です。ということでありがとうございます。ゆうゆうさん、音声良好です。大丈夫そうですね。ミルクティーさん、日曜日の3時って俺には都合いい時間です。ということで、ちょうどいい時間に会うといいですよね。久我京さん、お話の邪魔にならないちょうど良いボリュームです。BGM ということで。ありがとうございます。BGM の設定はもう、それじゃあこれでいきましょう。なかなかこれ、先週もそうなんですけど、ギリギリっていうか、自分の環境と皆さんとの環境のすり合わせっていうのができてないと、どうしても自分ではこのぐらいだと思うんだけどなみたいなのが皆さんにとっては、いや全然聞こえないんですけど、みたいなことはよくあることなので、ちょっと最初のうちに確認をしておきました。というわけで、皆さん今日も生放送よろしくお願いします。さて、昨日に続いての話のメインはどこかっていうと、相変わらずコミュニティの方で生放送の話題募集しておりますので、生放送の方は動画の時と違って皆さんからのこの話取り上げてほしいよみたいなところを基本的にはメインにしていきます。ただしそれだけではなくて私から用意したニュースなんかも用意をしているので、それらを織り交ぜながら、そして皆さんからのチャットのコメントなんかを拾いながらという形で生放送を行っていきます。さて、どんなニュースを一応用意したか。用意したニュースすべてを取り上げるっていうことは、あんまりないとは思うんですけれど、あくまでもこんなものを用意してますよっていうのをまずご紹介します。昨日に引き続いての話で、土砂崩落、土石流が発生しましたよという、非常に痛ましいことが起こっております。これは静岡県の熱海市の出来事なんですけど、で、昨日の話として、その土石流が発生したその上流というか上部の方で、ソーラーパネル発電をしている地域があるので、これが影響しているんではないかということでインターネット上ではかなり大きな話題になっていました。で、昨日の生放送においては、確かにそういうふうに断定する方たちたくさんいて話題になっているんだけど、そうした原因と結果について断定するのはまだ早いですよっていうお話をしました。で、1日経ってその後続報としていろんな情報が出てきていますよというのをもうご紹介しようと思います。で、まずは NHK の、ニュース映像なので、さすがに映像そのものを流すことはできないんですけれど、記事でどんな状態なのかが伝えられております。そしてインターネット上で検証班の人たちがいろいろと映像やデータなんかを集めてきて、これどうなってんだろうかなっていう風なことをみんなで話し合っているのをひとまとめにした記事なんかがあるので、これはニュースネットとかではなくて、もう本当にみんなの話の、集合体みたいなものですね。まとめ、ツイッターまとめみたいなもので、じゃあこれどうなんだ、ああなんだ、みたいな情報を寄り添っているので、これをご紹介して、ある程度の見立てが出来上がってきてるぞっていうお話をしようと思います。で、この件に関して、そうしたインターネット上での推察っていうのに、ある程度沿う形で、マスコミの方もこういった問題があったんじゃないですかっていうのを、この現地の熱海市に対してぶつけてる、そういった報道なんかも出てきております。この話はちょっと後でするとして、次の話題をちょっとご紹介しましょう。こちらコミュニティの方の書き込みで、新しい SNS 立ち上げの話が出ているけど、なんか情報ありますかっていうことなんで、一つ記事を用意しております。ゲッターっていう、ゲッターっていう読み方合ってるかどうかわからないんですけど、ゲットに TR なんで、ゲットルなのかな私はゲッターって読んじゃったんですけれど、ゲットに TR で読み方としてはゲットルなのかなゲッターなのかなこの辺ですね、英語の読みちょっとわかんないですけど、そんなことで、トランプ大統領の話と関連して、SNS、Twitter、Facebook、Instagram 様々あるわけなんですけど、発言をインターネットでするときにそこに規制がかかっている。これは自由を侵害しているんじゃないかと思う人たちがですね、様々いて、それらの人々が新しい SNS っていうのを、模索しているのが、アメリカの方でございます。このあたりの記事が出ているので、ご紹介する時間があるかなと。で、これはですね、次のニュースなんですけれど、これは、インターネットでは全然話題にならないっていうことから私はご紹介しようと思っている話なんですけれども、GPIF というのが、
年金の、運用の、しているところがあるんですけれど、この年金運用についてのニュースっていうのは基本的にはうまくいっていないときはニュースになるんですよ。そしてうまくいったときはニュースに取り上げられずに非常に端の方に追いやられるっていうことがあるので、私としてはなるべくみんなにお知らせしとかないといけないなと思うのは、これなんでかっていうと、政治的なその攻撃材料として使われることがほとんどなんですね。例えば、黒字がだんだんと積み重なってきましたよっていう時に、それは批判の対象にはならないわけです。うまくいっているから。一方において、ある時、この半年間の間うまくいかなかったわっていう話になってくると、一斉にいわゆる指揮者と呼ばれる人であったり、野党であったり、報道機関が、国民のお金を預かって博打しやがってふざけんなみたいな論調でですね、みんなが一斉に政府批判を始めるという光景を見て、これ本当にですね、全体像を全然見てないなっていうことから、で、それを見て騙される人たちもまだ結構いるので、この話題っていうのはたびたび取り上げていかないとなと思っております。題名としては GPIF20 年度黒字最大37兆円コロナ対策で株価上昇というニュースでございます。よいしょ。このあたりも取り上げてお話できたらなと思います。さて、次はですね、警察庁の方のちょっとこれ、サイトなんですけれども、犯罪についてのお話をちょっと取り上げてほしいよという書き込みがありましたので、今、現状どんなことになってるのかなっていうのを少しお話ししようと思って資料を用意しました。こういった話っていうのは、なんていうかな、感情論で、きっとこうだっていうふうに決めつけられる方っていうのは、結構いるわけなんですけれども、なるべくだったら、何を根拠に話してるのかっていうのを私としては皆さんにお伝えしておきたいと。特に根拠もなく、もうものすごく今は凶悪犯罪が増えまくって世の中乱れまくってるんだみたいな話をされると、いやいや、それあなたの感想でしょっていう、いわゆるこの前私がひろゆきさんの話をしましたけれど、その論破祭りにまさに引っかかってしまうやつなんですよね。感覚的になんか今の世の中重大犯罪がめちゃくちゃ増えてるはずだと思ってそれを発言したら、それの根拠を実際には調べてない関係で、それあなたの感想でしょう、だってほらデータを見てみたら犯罪はこうなってますよみたいに突きつけられて、大恥をかいてしまうみたいなことがあると。そういったこともあるので、どんな情報が出ているのか、見ていきましょうというところですね。犯罪統計資料。こちらも警察庁から発表されております。そしてですね、ワクチンの問題を取り扱ってくださいという、書き込みありましたので、こちらもニュース記事などを用意しております。ワクチンの話についてなんですけど、基本的には良い面と悪い面どっちもありますよ。そして私たちはそのメリットとデメリットを天秤にかけて、打つか打たないかは自分で判断しましょうっていうのが私のスタンスです。基本的にこの問題っていうのは、まずデマは絶対ダメですよっていうのをまず再前提にしないとダメです。これは。ワクチン推進派にしてもワクチンの否定派にしてもそうなんです。これ別にどっちの立場だから、デマを許す許さないじゃなくて、もうそもそもデマはどっちの立場でもダメですよっていう話なんですけれど。じゃあこの350人が亡くなったかもしれないっていう話についての記事を取り上げていきます。で、これを考えるときに、ちょっと、前提条件というか、関連の知識として必要なものがあるなと思うので、少しこれもご紹介しようかなと思っております。それがですね、日本では年間どのくらいの人が死んでいるのかという情報です。この情報がないとこの356人という数値をどう考えるのか。そこについてちょっと、関連の知識が足りないと、この数値の評価を間違ってしまう可能性ありな。ということで、こちらも、厚生労働省が発表した人口動態統計、こちらの方を元にした記事をご紹介しようかなと思っております。よいしょ。で、ワクチンについての話で、私は高齢者の人たちを中心にもうガンガン打つことができれば、問題は小さくなりますっていう話を今までしてきました。なぜならば新型コロナの重症化率っていうのは年齢が上がっていく、もしくは基礎疾患があるかっていうところが一番関連のデータとしては出てきています。例えばですね、100歳の人が新型コロナにかかった時と20歳の人が新型コロナにかかった時、同じリスクではありませんと。
年齢が高ければ高いほどリスクは高くなっていきますよ。だからリスクの高い人たちを中心にしてワクチンを打っていくと問題は小さくなっていって社会全体を止める必要がなくなっていきますというお話をしております。で、この話を聞いた人たちの中には、じゃあ若い人たち重症化するリスク少ないんだったら打たなくていいやっていうふうに思われる方が多いという話がニュースになっておりまして、いやいやリスクが低いこととリスクがないこととは別ですよっていう話を、お医者さんはここのところし始めております。よいしょ。で、じゃあ他の国ではデルタ株であるとかデルタプラス株っていうのが出てきて、感染者数が増えてるじゃないかっていうツッコミを入れられる方がおられるので、そのあたりについてのニュースをご紹介しようと思います。アメリカのコロナ感染者は 99.5% がワクチン未接種有効性を証明かというニュースが、フォーブスの記事で出ております。アメリカ、イギリスではですね、このデルタ株もしくはデルタプラス株っていうのが少しずつ割合が増えてきています。これは感染力っていうのが従来株よりも強いものですから、そしてワクチン同士っていうのはある意味シェア争いをしているところで、より感染力の強いものが、蔓延するような状態になります。ですから今の場合だと、もうイギリス株、南アフリカ株、ブラジル株とか、そういった出てきたんだけれど、いつの間にかもう消えちゃったな的なものっていうのはいっぱいあるわけですね。これは新型コロナのウイルスの変遷というものがあって、その変遷の中で感染力の劣るものはだんだんと駆逐されて排除されていくっていうことが発生します。でも、この新しく感染力を持ったものが広がるときっていうのは、誰が感染するかってなったときに、やっぱりワクチンを打った人と打ってない人を比べたときに、打ってない人の方が圧倒的に被害は現在でもありますよというところなので、このあたり、数値として出てきているので、ニュースを見ていきましょう。その他ですね、次のニュース。ここから先は韓国系の一応ニュースは用意しておるんですけれども、あんまり取り上げる時間はないのかなという感じで思っております。韓国においてはこのオリンピックで様々なことに、あれが問題だ、これが問題だ、日本はなんでひどい国なんだっていう話をすると、このあたりの話題を何個か用意しておりますが、これに便乗して中国メディアも日本の福島産の食べ物っていうのはこんなひどいもんだみたいなのを、韓国と同じようなこと言ってますよっていうニュースなんかも出ております。よいしょ。ポチポチポチ。といったところですね。一応最後には全く関係のない話なんですけれど、電気代の話、これはですね、時間が余ってたらちょっとする機会があるかなと思って資料を読み込んでいたんですけど、これはあくまでも皆さんからの要望でもなんでもなく、私の興味関心として、日本の経済のことを考えると、電気代のこの後の推移を考えていくと、今、この電気代の上がる下がりっていうのがどれだけ日本経済のその先行きに悪影響をもたらすのかな、なんてことをちょっと考えておりました。これはですね、一番最初の話題でできたソーラーパネルの話で、自然エネルギーの活用っていうのを考えたときに様々な問題があるんですけど、その中でも電気代が上がっちゃうぞっていう話っていうのは、結構あんまり重視されていない部分なんですよね。この電気代が下がっている国と上がっている国で考えたら当然のように電気代が低い国の方が圧倒的に、産業的には有利なんですけれど、日本人はどうしてもですね、停電が起こってないからいいじゃないかっていう、なんていうか生活を脅かしているかいないかっていうところだけで見てしまうんですけど、条件付けとして考えられるこの電気代の高騰っていうのは、産業としては製造業にとってはものすごいマイナスで、もう日本でこの電気代が高くなっていくんだったら電気代の安い国、人件費の安い国へと工場を移した方がいいじゃないかっていうのが、いわゆる合理的な判断として、企業を突き動かしてしまうんですよね。だから、停電が少なければそれでいいや理論っていうのは実は全体像としては非常に危険な考え方になり得るというふうに思っております。このあたりの話をする時間があるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、一応ニュース記事として、ちょっとデータを見ておりました。さてそれでは、まずはこちら生放送の窓越しコミュニティの方へと戻っていきましょう。よいしょ。昨日夜お話をしたこともあるので、ある程度のコメントについては
もう話題としては取り上げていきましたので、今日は残りの半分ぐらいっていう感じで、その中からお話をしていこうかなと思います。よいしょ。ポジッと。新しいものから述べていくと、今、ポンタさん、雨の中の熊さん、今日も一日頑張りでんさん、加藤正隆さん、加藤、今日も一日頑張りでんさんは2つかな ?2 つありますかね。はい、2つですね。はい。あと、坂本英二さん、暗黙清619さん、そして昨日ですね、総雲京さんの話まではしたっていう感じかな。あと、H チワワさん、友和さん、このあたり、あと在属エンジンさんの、ゲットルなのかゲッターなのか誰か、教えてくださいっていうところですけど。よいしょ。旅好き和夫さんの話もありますね。このあたり、やっていきましょう。そして、特にみんなから言われてはいないんですけれど、昨日の話の続きをちょっとしていこうかなと思います。静岡県熱海市で、土石流が発生して多くの方が、巻き込まれるという、大惨事が発生しております。現地では自衛隊や消防、様々な人たちがもう協力してこの救助活動を行っているところでございます。一人でも多くの人が助かることをお祈りしますが、じゃあこれが一体何で起こったのかっていう話っていうのがインターネット上では、非常に、みんなの関心を集めていました。よいしょ。こっち。そもそもなぜそのように話題になっていたかっていうと、土石流それ自体は日本全国大雨が降ればどこででも発生しうる話なんですけれど、今回の件というのは、その土石流が発生したその箇所において、メガソーラー。メガソーラーと言えるほどの巨大なもの、広大なものかって言われるとちょっとそうでもなさそうなんですけれど、ソーラーパネル、ソーラー発電の非常にたくさん並べているように見えたというところで話題になっておりまして、このソーラーパネルを並べることによって当然のようにそこには、樹木を基本的には伐採して開けた土地にします。なぜならばソーラーパネルっていうのは日陰、木陰、そういった影がかかってしまうと発電効率が圧倒的に下がってしまうので、基本的にはもう開けた場所にしないと太陽光を浴びることができないからです。そしてそのような開けた場所っていうのは山肌としては全く保水能力がないので、大雨が降った時には流れてきた水っていうのがもうどんどんと地面に溜まってしまう状態なので、そうなってしまったら崩落へとつながりやすいということから、みんなの注目が集まっていたわけです。ただしですね、その第一報の段階においてはもうメガソーラーで間違いないだろう的に断定する人たちっていうのがたくさんいたわけなんですけど、その後の検証でさあどうなったかなっていうところですね。で、映像としてはですね、この NHK のニュースの中では、現地映像としては水がバーっと出てきてるよっていう、そういった映像が出てきてですね、つまり地面の下でかなりの水が溜まっていた。そして今それが土砂が流れていたことによって、吹き出すような形になっていると。つまり、水の問題、大雨が降ったことっていうのも当然問題あるわけなんですけれども、この水そのものがどういう流れをしていたかっていうところに注目する必要が出てきております。さて、それではこの映像からも見てわかる通り、ごっそりと地面がえぐれるように土地がなくなっているわけですね。で、そのあたり昔と今の状態を見てみようっていうのが盛んに行われていまして。よいしょ。よいしょ、よいしょ。データを戻っていきましょう。よいしょ。このぐらいかな。OK。で、こちらがまずは現地の映像ですよということで。写真なんかがもうツイッター上なんかで出ております。で、NHK はここの左隅のこの水が噴き出しているところを中心に撮ってますよと。で、この画面的に言うと右側奥に、ソーラーパネルがバーっと敷き詰めてある場所という感じになっております。よいしょ。で、こちらの地図ではその土石流がどういった流れになってきたのか、この赤い線ですね。この赤い線で、熱海ビーチラインに向かって山肌を駆け下りていくような形で土石流が発生しました。よいしょ。で、そのことは映像としてニュースとしても盛んに流されておりました。で、山肌としてはこの今、
茶色の部分、ここまっさらな状態ですけど、これはソーラーパネルを設置する前の段階です。まあ、この辺りっていうのは人工的に切り開いて山林を、もう開けた場所にしました。そしてそこにパネルを置きましたということになっております。よいしょ、よいしょ。で、問題なのはですね、ここの地形として、まあ、山と谷っていう2つのことを考えたときに、谷っていうのは基本的には水が流れ込んでくるっていうのが自然な流れです。まあ、水っていうのはあくまでも低い方に向かって流れるものですから。で、このソーラーパネル発電のこととちょっと関係ないんじゃないかなと最初言われていたのが、この地形がどう変わったかについてなんですけれど、この谷の部分が、建設残土のまあ処理施設っていうような形で土をガンガンと積み込んでましたよっていう話が、まあ地元の話から出てきてましてですね。まあ地形の話をちょっと出てきましたね、ここ。この崩落の右側にソーラーパネルがバンバン置いてましたよと。で、このソーラーパネルっていうのが一つの業者ではなく、いわゆるダミー会社とかペーパーカンパニーとか、まあそういったものを駆使して非常に細かく小さい業者であるかのような形で行われていたっていうのも、まあ問題として指摘されています。まあ一つの業者として申請すると、まあ非常に大規模な施設ですよってなったらそれだけ目立ってしまうと。まあ環境規制的なものもしっかりとしなさいよっていう話になるので、あくまでも小さな、集まりっていうことにして、なんとかこれを逃れようとしていたっていう話が出ております。で、この部分、赤い部分がごっそり土が落ちて、そしてふもとの住宅地へと流れ込んだというのがこちら地図になっております。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、問題なのはですね、この谷の部分が埋め立てされていましたよっていうのが今問題になっています。まあメガソーラーがあることも問題なんですけど、メガソーラーだけではなく、どこの土が流れ出たかっていうところをまあみんなが追っていったわけですね。で、この部分が国土地理院のデータなんかを見ると、昔は谷の部分だった。その谷の部分が、どんどんと土砂を積み立てられるような形になって盛り上がっていましたよ。そして埋め立てられた部分が、下半分ごそっとなくなってるんで、これは、もともとその土地としてあった山ではなくて、後から建設残土を積み上げてしまったことによって、脆い地層が、まあ人工的にできてしまったっていうことを今のところネット上では突き詰めているところになっております。で、この話をすると、じゃあメガソーラー、ソーラー発電についての関連全然ないのかって言われると、そうではありません。関連はあります。当然のように最初に言いましたけれど、ソーラーパネルを敷き詰めることによって樹木をその地域においては、一緒には同居はできないので、当然のように降った雨がそのまま地面に潜ることはあります。ですから、関連があることは間違いないんだけれども、じゃあ 100% そうなのか、100% 原因なのかと言われると、これは埋め立てという非常に地盤が弱い、そして全くその土地に、馴染んでいない、土砂っていうのが大量にあったっていうことが、まあ、ある意味原因と割合としては高いんだよっていうことが分かってきています。で、その点に関してその山林開発の、絡めて、まあ、このあたり熱海市としてはどういうふうに見ていたのかっていうところが今、行政側にと、まあ、批判が向いているというところでございます。まあ、といったわけでですね、この、刻々と流れるニュースっていうのを見ていくと、必ずしもですね、その、第一声、もうニュースでバーンって出てきた時に、もうこれで間違いないって、まあ、いきなり断定してしまうのは、まあ見ている方としてはスッキリするし分かりやすいから、まあ面白いという側にちょっと受け止めがちなんですけど、どのくらいその情報が後から出てくるものあるかなっていうのをある程度なんていうか想像して、ちょっと待ってよ、今断定するの早いんじゃないって、まあ少し慎重になることも大事かなと思います。で、この土砂をどんどんと積み上げた時の問題なんですけれど、まあ産廃業者の場合だとそうした建設残土を、適切に処理していたか、そして自分の敷地外へと流れ出ないようにちゃんと措置を取っていたのかっていうのが、ここから先の問題になります。
自分の土地だけでちゃんと片付けているんだったら、大きな問題にはならないわけですけど、今回の話っていうのはどうやら埋め立てした土地がもう半分崩落して、そして、その麓をもう押し流してしまうようなことになったので、管理責任あんたんとこあるんじゃないっていう話へと繋がってくるんじゃないかなと思いますね。あくまでも天災で私たち人間のやったことが悪くないっていうように業者は言い逃れするかもしれないんですけど、このあたりは今後の流れをちょっと見ていかないとわからないですよね。で、これに関連のしての話として、今チャットで皆さんが書いていますけれども、お隣の国はですね、この土石流が発生して多くの方が巻き込まれたっていう、出来事に対して、なんていうかな、お祝いします的な話であるとか、もう日本に天罰が下った的な話とか、そういったものがインターネットで出てますよっていうのも、あちら韓国の方を見てみると、あんなこと言ってるよあの人たちっていうのが、それがまた日本で話題になっている状況ですね。で、これは東日本大震災の時みたいにですね、日本で何か大きな災害が起きると必ずそういった話っていうのは出てきて、そのために日本人としては、なんでこういうことを喜べるような神経があるのっていう、本当に多くの人たちの、反感感情を高めることになりますよね。実際そんなことを言うその神経は恐ろしいですからね。何を言っているんだろうっていうところですよね。というわけで、この話っていうのは本当にこの後救助活動がどこまでうまく進んでくれるか、なるべく多くの人たちの命が助かることを本当にお祈りいたします。で、一方では今48バトムさんが書かれてますが、台湾の蔡英文総統からもこの件に関しては、コメント発表がされていて、一人でもなんていうかな、お見舞いの言葉がかかっていますよね。なんとか、必要であれば台湾としても協力できることが協力できますよという、そういった意見表明なんかもされています。そういうのを見ると、本当韓国におけるこういった、日本で何か不幸な出来事が起こると、それを祝って騒いで楽しんでしまう、そういった人たちがいることに比べると、台湾側の対応としては、本当に日本で何か起こると心配だなって言ってくれる、この対応の差の本当に歴然たるものは大きいですよね。というわけで、この件に関してちょっと取り上げてほしいというものは特にはなかったとは思うんですけれども、それでは、こちらコミュニティの話いきましょうかね。昨日は評価順に並べて上からトン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 と進んでいきました。今日それも続きいきましょう。そして、皆さんからのコメントについてはちょっと読み上げソフトを利用させていただきます。上川さん、こんにちは。不法滞在も含め在日外国人の犯罪が増加している一方で、相変わらず技能実習生や外国人労働者の受け入れに規制をかけられないのはなぜなのかについてと、在日の方たちの通面使用の是非について皆さんのご意見を伺えたらと思います。よろしくお願いします。ということで、書き込みありがとうございます。まず、在日韓国人の犯罪が増加している件についてということなんですけれども、そのため一応、ニュースとしては、ニュースじゃないな。もう、警察白書は別にニュースでも何でもないんですけど、政府機関による公式発表ですね。で、警察白書っていうのは、この犯罪データっていうものをまとめた、生のデータなので、特にニュースとして取り上げられることは、あんまりないんですけど、だからこそ中身を見ていくと、なるほど、こんな風になってるのかっていうのが、一番データとしては信用できます。ただしですね、人によってはこうした警察白書を引用して、今犯罪傾向はこうなってますよっていう説明するとですね、警察何言ってんだ、政府の発表してることなんて全部嘘に決まってるだろうが、お前は一体何を資料にしているんだ、なんていう風な指摘もされることがあります。その人は一体何を、じゃあ逆に言えば、資料として考えているんだろうって私は逆にツッコミも入れたくなるんですが、そういう人たちにしてみれば、政府機関の発表しているデータっていうのは全て捏造だと言われるようでございます。私にしてみれば、全く意見が合わないのはそういったことからも仕方ないのかなとかちょっと思ってしまいますが、さて、それではまず犯罪の外国人犯罪についての話はどこだったかな。確か
どこかにあった。第4章、組織犯罪対策のですね、よいしょ。第3節、来日外国人犯罪対策というところに、1項、2項、3項というふうにして、この警察白書の中で、ページを割り裂いて、この来日外国人犯罪の情勢、犯罪組織の動向、そして国際組織犯罪に対処するための取り組みといった具合にして、白書がまとめられております。一方でですね、この来日外国人犯罪だけでなく、じゃあ犯罪そのものが増えてるの減ってるのかっていうのも、こちら犯罪統計資料というのがこちらも警察庁の方から発表されておりまして、まず全体の状況を皆さんにお話しします。全体の状況としてですね、2017年から2021年までで認知件数、犯罪の認知件数については基本的には右肩下がりです。同じく検挙件数っていうのもそれに合わせる形で右肩下がりです。この検挙件数っていうのが下がっているのを見て、なんだ警察は犯罪者を取り締まることが全然できてないじゃないかと考えるのではなくてですね、犯罪の全体の件数が下がっているんだから、それは同じ比率でっていうか、まあそれに比べると犯罪の捕まえる方はそこまで下がっていないので、どちらかというと、まあしっかりと捕まえる率っていうのは上がっているかもしれないですね。で、凶悪犯罪が増えているのかいないのかっていう話もしておきましょう。2017年1880件だったものが2021年1708件ということで、まあ、おおむねこれはですね、あまり上下動していないのかなと、ちょっと私は思います。大きく上がっているわけでもないし、大きく下がっているわけでもないっていう感じですね。まあ、その他、粗暴犯、窃盗犯など、まあ、知能犯、風俗犯、重要犯罪、重要窃盗犯など、まあ、犯罪資料については、まあ、非常にデータが出てきております。で、この犯罪統計資料の方には、じゃあ、外国人犯罪についてデータ出ているのかなってなったら、残念ながらですね、そこには、この区割りというのが出てなくて、データが表示されてないんですよね。あくまでも全体として何件ぐらいでしたよ。そして傾向としてはこのぐらいですよ。全体の犯罪そのものについては、右肩下がりで、重大犯罪についてはどうやら右肩下がり、右肩上がりといった傾向もなく、どちらかというと横ばいな状況で、そしてこのグラフの終わった後にはこの数値がもうババ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 ーって出てきて、グラフでなんとか終わらせてくれっていうのをちょっと私は思ってしまいました。なので、興味がある方はぜひともですね、この数値の方も見てください。グラフにする前のデータですから、まあ、よりこちらの方が分かりやすい方もいるかもしれません。さて、全体の犯罪件数としては右肩下がりですよっていうのを踏まえた上で、さあ、じゃあ、外国人犯罪だけを見たらどうなのかっていうところもデータを見ていきましょう。こちら、来日外国人犯罪の情勢、まず全般的な傾向なんですけれども、こちら、図の4の14になっていますが、おおむねですね、ここ最近で言うと何か激増しているというわけではなさそうです。2017年、2016年をピークにして、現在では、それに比べれば、まあ 50% 程度下がった状態に落ち着いているのかなという感じですね。なので、外国人犯罪がどんどん激増しているんだって言われると、ちょっとデータ的にはそうではないですよというのがデータとして出てきていますね。現在は以前に比べるとむしろ、沈静化している状態で、もちろんゼロではないですよ。2万件近くの外国人犯罪があって、ピーク時の4万件を超える頃に比べたら、半分といったところですね。まあ、なので、激増しているかと言われるとそういったわけではありません。よいしょ。で、その後ですね、ちょっと、どんな人がどんな犯罪をしているのかっていうのもちょっと特徴があって、
例えば自動車を盗んでいる人たちを捕まえてみたら一体どこの国の人たちが多かったのか。ブラジル 37.2%、スリランカ 31.4%、ロシア 17%、韓国 3%、中国 2% という具合にですね、かなり、ブラジルやスリランカといった人たちは特徴的になっているなと。一方で万引きっていうものに、ポイントを絞ると、今度はベトナムの人が 66.1%。車を盗むのに比べると、ちょっとベトナムの人たちのやってることっていうのは、私たちの生活の根ざしているスーパーとか、小売店などで見つかることが多い犯罪が、ちょっと特徴となっております。で、検挙件数、じゃあ、窃盗ですよね。家の中に入ってきて、家を荒らして物を盗んでいってっていう形で、捕まる人たちとしては、今度はベトナムは 25.9%、中国 20%、ブラジル 13.8%、韓国 11.7% となっております。ここでもベトナムの人たちっていうのは多いっていうのが出てきますよね。よいしょ。残念ながらこのベトナムの人たちは、非常に多く技能実習生制度を利用してやってくる人が多いんですけれど、その中には、そこの職場から、逃れてしまって、脱走してしまって、日本の国内で活動、犯罪組織にもう本当に飲み込まれてしまう人たちもいますからね。自暴自棄になって犯罪に走る人たちもいてしまうので、こういったところから、このベトナムの人たちがどうするんだっていうところで、ちょっと、反感、これは韓国じゃなくて、本当に、これ問題だよねっていうことを指摘される人がだんだん増えてきております。で、ベトナムの人の名前の中で、結構、多いポピュラーな名前としてあるのが、グエンさんで、だから、ニュースによっては、グエンホニャホニャさんがグエンっていう形でもうグエンばっかり並ぶみたいな、そんなニュースなんかもちょっと出てきております。で、一方で、この韓国の人たちが割合が減っているのはなんでかって言われると、ここ、ポイントとしては令和元年っていうところで、日韓の間の人の交流っていうのが以前に比べればもう非常に狭まっている状況です。ですので、韓国の人たちっていうのが今は少なくなってますけれども、また、往来っていうのが自由になって多くやってくるようになってくると、ちょっとこの割合っていうのも変わってくるはずだと私は思います。よいしょ。さて、それで、この技能実習生外国人労働者の受け入れに規制をかけられないのはなぜなのかという点なんですけれども、この技能実習生やこの外国人労働者の受け入れで非常に問題なのは、あくまでも外国人労働者っていうのは安く使い倒すものだっていう、そういう非常に悪い基本設計が残念ながら日本側にあって、で、そのためにですね、安い給料しか出さんでもいいんだろうみたいな形でその制度にさらに付け込むような業者なんかも加わって本当にひどい状態になっている。そんなこともあって、ベトナムから日本にやってくるときにですね、ものすごい借金を背負わせるっていう悪徳業者に捕まってしまう人たちっていうのが、たくさんいて、で、そして日本にやってきたらやってきたで、話に聞いていたのと違って全然給料安いじゃんとかね。そしてものすごい朝から晩まで働かせるっていう、もうあからさまな人権侵害っていうのが見られて、その上、給料もまともに払われない、給料は遅延する、そしてお金をちゃんと払ってくださいよって言ったら会社そのものを、計画倒産して逃げてしまうとかね。そういった、いわゆる日本人だけどそういう犯罪行為に近いことをする、そういった人もいるから、もうこれもまた問題をさらに複雑化させて、で、それらの目にあった人たちっていうのはもう日本に恨みを持って、もうこのままだともう生きて帰れんじゃないかっていう人たちがもうどんどん犯罪に乗り出してしまうみたいな悪循環が、結構起こっちゃうんですよね。で、この規制をかけられないっていうのはそもそも規制をかけようとしている人の政治家側がちょっと少ないんですよね。外国人労働者っていうのは安く使い倒すもんだみたいな考えを持っている人たちが多いせいで。
で、逆に言うとですね、ちゃんとした取り扱いというかですね、ちゃんとした外国人の人たちだって別に日本人と同じ仕事してるんだから同じ給料出そうやっていう業者なんかもいるわけです。まあ、時々そういう人たちっていうのが逆にテレビで取り上げられるんですよ。なんでそういうふうに取り上げられるかっていうと、日本人でそうした待遇をしている会社っていうのが少数派として、見られていて、そういった人たちが珍しいものとして、まあ、どうしてもニュースになってしまうっていうね。例えばですね、日本人がやりたがらない仕事っていうのは、まあ、厳然として存在するわけです。まあ、例えば、建設業なんかだと、もう体力勝負で辛いわ、こんな仕事やってれんわ、みたいな、仕事っていうのはたくさんあって、そういったところにですね、まあ、ベトナムから来た人たちっていうのは、まあ、辛抱強く仕事をしてくれるということで、まあ、非常に重宝がられていたりします。で、その人たちっていうのは、それこそ、まあ、日給1万円からスタートして、日給2万円まで上がりました。私、地元の親元に仕送りできてた、もう大変嬉しいです、みたいな、まあ、そんな話なんかも出てきたりするんですね。で、一方でそういうのが非常に珍しいので、本当に日給も私たち3000円、4000円とかもうむちゃくちゃ低い給料で働かされてますみたいな人たちも、まあ一方で存在しております。あと在日の方たちの通用指名についてなんですけれども、まあ是非についてっていう意味では、私は通名使用っていうのはもうそもそもやめた方がいいと思うし、そういったものを許している制度が存在するんであったら、そういったものについてはどんどん廃止すべきだと思っています。まあ特にですね、中国、韓国の人たちっていうのはこの自分たちの名前をどんどんと偽装するっていうことに、まあ全然抵抗感がないんですよね。まあ、例えばこれは日本の話ではないんですけど、アメリカに渡ってしまうとですね、この中国、韓国の名前というのももうそもそも隠して、まあ、イングリッシュネームっていう形で、はい、私をジミーと呼んでくれみたいな形で、お前ジミーじゃないだろうみたいな、そんな感じにもなるんですけれど、まあ、そういうふうに名乗って、もう本名使わんぜっていう人たち、まあ、結構いるんですよね。で、それに近い感覚で、日本に住んでいるんだけれども、もう韓国の名前なんか全然使わないぜっていう人たちを、日本の社会がこれを許しちゃダメだと思うんですよ。あくまでも本名をちゃんと使ってねっていうことを、私はむしろ、制度的には取り入れるべきだと思いますね。よいしょ。ポチッと。パープルさん、自称地味。まあ、あくまでも例として言いましたけど、まあ、ジムとかジミーとか、まあ、ジョン・ドーブは使う人はいないとは思いますけど、まあ、そんな感じで、まあ、非常によくあるイングリッシュネームを使う人が多いそうですね。で、何か犯罪を犯すときには私は日本人だって言うっていう、これまた非常に、まあ、実際にあるだろうなと思わせる話なんかもありますよね。派手でも地味。それ日本人じゃないとわかんないですよね。そしてですね、雨の中のクマさんが言われてますけれども、まあなんでベトナム人が多いのかって言われると、ベトナムの人たち以外も日本にはもちろん来ています。例えば、さっき自動車セットの中で割合が多かったベトナムじゃなくて、ブラジルの人たちの、国籍が上がってましたけど、南米から来る人たちっていうのもたくさんいます。まあ、例えばですね、これは、大きな工場とかだとよくあることなんですけど、ある程度その現地のコーディネーターと契約を行って、まあどのくらいの人たち年間用意というか、まあ連れてくることができますかみたいな話をして、まあ実際それをつてにして、まあ工場にやってくる人たちっていうのが、まあ例えば自動車工場であったり、今ではどうかわからないですけど、ちょっと昔のシャープが、パネル工場、まあ、非常に全盛時代だった時には、南米から来た人たちっていうのが本当に工場の中でたくさん働いている話なんかも出ておりました。で、その人たちは、まあ、シャープが傾いた時に、まあ、一斉に首を切られて、もう大変なことになってる、なんていうニュースなんかも流れておりました。まあ、このあたりですね、大企業の場合だと、まあ、南米からやってくる人たちっていうのは、まあ、大量に受け入れたっていうことが昔ありまして、で、その流れからですね、他の国、もう賃金が安いんだけど真面目になるべく働いてくる人を探そうっていう流れの中でベトナムっていうのがまあ浮上しているわけです。まあベトナムの人たちはまあ基本的にはまあ非常に辛抱強く働いてくれる人たちとしてまあ日本企業からも評価されているんですけれども、
同時にですね、その中には、先ほど述べたように悪徳業者に騙されて借金背負わせて、もう首が全然回んないよっていう状態のまま日本に連れてこられる人たちっていうのも、まあたくさんいる状態で、まあそういった状態なので、まあ非常に、まあ貧しさから犯罪に走りやすいっていう、まあ環境をちょっと生んでしまっているんですよね。よいしょ。まあ、なので、真面目に働いている人がいる一方で、最も今、ベトナムの人たちの犯罪傾向が高まっているっていう、まあ、ここがもう注目のポイントになっております。よいしょ。この技能実習生制度っていうのも実際問題、まあ非常に多くの問題を抱えていて、まあ先ほども述べたように悪徳業者がもうはびこっているよ。でもそれを取り締まる方の警察の動き非常に鈍いですよっていうまあ問題なんかも言われております。ベトナムは社会主義国だったと思いますが、なんで日本に来るのか信じられないですということなんですけど、まあ社会主義国といっても、ベトナムはすでにもう、経済としては、なんていうかな、共産主義、社会主義的なものではもうなくなってきているので、まあ単純に普通に民間企業がどんどんと進出して工場ができて、商社があってっていうような形で、まあ民主化というか、資本主義経済的なモデルへともう移っているので、まああんまりそういう社会主義国だからっていうのはもうあんまり関係ないですね。これは、中国でもそうなんですけど、中国共産党っていうのは、一応共産党っていうぐらいだから、本来であれば共産主義、経済っていうのをやるべき話なんですけれど、まあ今の中国を見て、これが共産主義国家の経済だななんていう人は誰もいないわけです。まああくまでも、中国共産党っていうのは、自分たちのより代にしている看板としては共産主義を掲げているんだけど、でも実際的にはもう共産主義っていうのはあってないようなもの、もうそんなものもあったね、過去の話としてっていう具合にして、まあ看板だけっていう感じですね。で、ベトナムの方について言っても全く似たようなもので、まあ経済的には資本主義経済を取り入れていきましょうねっていうのが、基本政策になっていて、もうみんながなんか計画経済のもとに進んでいこうなんていう国は、今のところベトナムも中国ももうやっておりません。よいしょ。レンさん、生姜買い忘れたので買ってきます。いってらっしゃい。高木久美子さん、知り合いの社長、ベトナムまで行って面接しました。やはりそのぐらいですね、気合を入れた方がいいと思いますね。現地のコーディネーターに丸投げした結果として悪徳業者に、騙されて日本に来るっていう人たちもまあいるので、そういった意味ではもう自分の会社で働いてもらうんだったら自分でちゃんと現地行って、面接しようっていう、まあそこぐらい、ちゃんと準備万端してくれるような日本企業だったら、そんなにベトナムの人たちだからって言って、まあ問題を起こすわけではないと思うんですけどね。雨の中の熊さん、共産党という特権貴族階級。そうなんですよね。基本的にはこの共産主義っていうのと、現代のやっていることっていうのは全く乖離していて、基本的には共産党とその指導者たちを、特権階級化させて、その下にいる人たちっていうのは、その共産党の看板のもとに集まっている指導者をあくまでも支えるものに過ぎませんよっていうのが、まあ現代の共産国家の姿になっております。まあ特にこれは中国の話なんですけれども。だから少なくともですね、共産主義の理想としてもみんなが平等になろうぜなんていう形っていうのは、まあ全くの絵空事ですよ。それはあくまでも、昔は理念として存在したけれど、現実ではありませんという話になっております。ちょっと。まあ、このあたり現実と、そしてまあ理念、主義、思想の話っていうのは、まあ結構現実との乖離が大きくなってますよね。ポチッと。それでは、ともかすさんの書き込みをご紹介しましょう。先日、痛ましい事故がまたしても起きてしまいました。普通に考えると、飲酒運転で事故を起こそうものなら人生破滅だと思うのですが、いかんせん、それが通用しない輩も一定数いると思われます。バカに理詰めで説明するお前こそバカだ。なぜなら、バカは理解しねえからだ。理解しねえからバカなのに理解できると思って説明しているお前こそバカだ。
バカを説得したけれ方法を変えろ。うろ覚えで申し訳ないのですが、昔このような動画を見た記憶がありまして、上川氏ならどのような方法で飲酒運転をしないように導きますか？私もない知恵を絞って考えたのですが、無事故無違反なら奨励金を配る。まとな、もろもろ考えたら、考えなくても現実的ではないでしょうが、何かのきっかけになればと。というわけで、モカスさんの、コメント書く名ありがとうございます。まあ、バカかみたいな話についてはちょっとあんまり連呼するの問題かなと思うので、まあそこにはあまりちょっと言及はできないんですけれども、まあそもそも飲酒運転による悲劇っていうのは確実に存在していて、こんな理不尽なことはないと多くの人たちが思うのは間違いありません。だからつい先日ですね、この酒を飲んで、トラックを運転していたのが、人がですね、千葉県において小学生5人を跳ねて、そしてまあ、2人が亡くなって、そして1人が意識不明の重体でっていう、そしてまあ、怪我なんだけど、っていう、まあ無事では済まなかった2人っていう形で5人が全員、まあ重大な事故に巻き込まれるっていうことが起こりました。で、この人っていうのが、まあ勤務態度としてはもうずっと働いてて特に問題なかったんだよ。でも、酒はめちゃくちゃ好きだったっていう、まあそういった話が後から出てきて。で、この人の場合だと、朝だと、まあ酒を飲んでいなかったっぽいんですけれども、仕事終わりに最後酒飲んで、もう最後工場に会社に戻るかっていうところで事故を起こしたというふうに言われております。じゃあこれでですね、事前にじゃあどこのポイントでこれを防ぐことができたかって言われると、まあちょっとね、システムとしてこれを防ぐのは難しいんですよね。まあ結局のところ飲むか飲まないかはまあ本人の決断なので、その決断自体を統制することは難しいので、じゃあシステム的にじゃあどうやってこれを減らすことができるのかってなった時には、まず第一には抑止策として、友和さんが書いているように、そもそも無事故無違反だったら、何かご褒美をあげましょうっていう制度を作る。もしくは予防策として、もしも飲酒運転したらこんなひどいことが起こりますよ、あなたに。まあ、つまり厳罰化をすることによって、もう酒なんて飲んで事故を起こそうもんなら俺の人生終わっちまうぜっていうことを、まあ、少なくとも理性的に考えられる人に対しての投げかけ。で、それ以外の方法としては、システムとしては、例えばこういったトラックであるとかタクシーであるとか業務的に運転をする人たちに向けては、そのエンジンをかけた時に最初に息を吹きかけて、呼気を検出しないっていうのを確認しないと車が扱えないですよっていう、まあそういった機械と一体化させるなんていう方法があります。これはですね、非常にお金がかかる問題なので、日本国民の車全員にさ、アルコール検知器をつけようってなると、ちょっとそれは現実的ではないので、あくまでも業務として使う車についてはまあ全部そうしましょう。まあトラックなんかだと、今回の件だと、業務用に、選択はされていなかった、緑ナンバーだと業務用、そして白ナンバーだと、あくまでもそういった、小規模業者で、まあ民間のものに近いような扱いをしていたっていうことで、その規制にもかかっていなかったっていう話はあるんですけれど、まあ少なくともそういった大型車についても、いわゆるアルコール検知器をもう最初からもう機械的に組み込んでいて、もう間違ってもうアルコール飲んだ状態では絶対動かんぜっていうのを、まあシステム的にするっていうことも、私は一つの手だとは思いますね。で、先ほども述べたように、日本国民全員それにやってしまうと、まあ、ものすごいお金がかかっちゃうので、あくまでも業務か、重大な影響が出るものだけにまあ絞るっていうのが、まあ、現実的かなと思いますね。で、私は厳罰化の方向に対しては非常にですね、もっと推し進めるべきだっていうふうに考えていて、今は抑止力としての話をしたんですけれど、この抑止力っていうのはですね、話の通じる人にしか、意味がないもんなんですよ。例えばですね、今の話で言うと、アル中でもう酒がやめられないぜっていう人は、別に抑止力は吐きで効かないわけです。もう理性的にも、どうこうじゃなくても、俺は酒が飲みたいから飲むんだっていう人に対して、いやいや酒を飲んだら厳罰化があるんだよって言われても、そんなの関係ねえっていう話で、まあいわゆる話が
通用しなくなっちゃうわけです。だからあくまでも厳罰化っていうのは、ちゃんと理性がある人に対しては抑止力として働くんだけど、理性のもうないような状態の人に対してはもう報復的な意味として準備するっていうことを、この割り切りっていうのは必要だと思います。なので、この話をすると結局、いくら厳罰化をしてもそれ抑止力として効かないでしょ。だって無視する人は無視するんだからっていうわけなんですけれど。はいはい、確かにその通りですよ。でも、厳罰化することによって少なくともやったことに対する罪はちゃんと償うような形にはなりますよっていうことが私は十分意味があることだと思いますね。まあ、アルコールっていうのはそもそもまあ好きで飲むものなので、決して誰かに強制させられて飲まされるようなものではないですからね。なので、お酒を飲むんだったら、絶対に車は運転しない。車を運転するんだったら、それはもうあなた自身が、まあそれこそ、まあ一生刑務所に入るっていうのはちょっと税金的にきついから、もう最終刑は死刑ですよっていうようなものぐらい、まあそのぐらい厳罰化を見つめてもいいと思います。で、なんでかっていうと、車っていうのは非常に凶器としてのレベルが高くてですね、フランスでトラックを使ったテロが行われたことがありました。これはですね、爆弾を用意するよりも、まあ多くの人が集まっているところにですね、大型のトラックで高速で突っ込んだ方がはるかに、まあ殺傷力が高いっていうことを、まあそのテロを起こす側が考えて、実行したわけなんです。これは非常に多くの犠牲者を出しました。まあ爆弾を作成するよりもはるかに、低い難易度でより多くの人たちを命を奪ってしまうものとしてまあ世界へと広げてしまったわけなんですけれど。でもこれは間違いなくですね、別にテロだからじゃなくて、そのテロじゃなくても多くの人たちを亡くしてしまうような、まあ恐ろしいもの。だからこそちゃんと扱わないといけないわけで、そんなちゃんと使えない。もうお酒を飲んで乗るような人間に対してはもう社会はものすごい最上級の報復をしますよっていうことを私は刑罰として盛り込んでいいんじゃないかなと思っております。まあ少なくとも子供たちがたくさん亡くなっているのに、まあお酒を飲む人はもう止められないから仕方ないわなんていうのはそれはそうじゃないと。仕方なくないよ。それはちゃんと司法的にもちゃんと制度として厳罰化するっていう方向で言ってもいいじゃないっていうふうに私は思っております。3位さん、司法や警察が擁護し始めると上級国民です。そうですね。まあ怖いですよね、あれなんかは。基本的には車のせいにして、なんとか罪を逃れようとしているっていうのがまた恐ろしいところで。でも裁判の中においてトヨタ側の人たちが出てきて、いやいや、もう、いくらそういうふうに言われましても、我が社の製品としては何ら故障していませんでしたし、また操作記録、運転操作記録なんかも残っていて、あなたはアクセルの方を踏んでいましたよっていう、データが残っている。そういったことも裁判の中で出てきているので、いくらなんでもですね、もう私はあくまでもブレーキを踏んでいたんだ。ブレーキを踏んでいたのに車がどんどん加速していったんだなんていう、こんな主張が通るような世の中ではまずいわけですよね。なのでトヨタ側としても、なんか自分たちのせいにされてるけど違うんだよっていうのをね、結構強く言っているんだと思いますね。チャーロスさん、今度はアクセルが戻ってこなかったと証言。もう勘弁してって思いますけどね。言い逃れをなんとかしなさいっていう指導も多分弁護士側かと、図っているんだと思いますけどね。で、あの人は何を狙っているかっていうと結局のところですね、裁判が長引けば長引くほど、自分の年齢からもいて寿命の方が先に来るかもしれないっていうのもあるし、年齢が高くなればなるほど、その刑務所に入らない形での処分に、移っていく可能性が高くなっちゃうんですよね。いわゆる年齢が高いとその体力的な問題でその習慣に耐えられないっていう、そういった判断につながるだろうっていうのも、これまた多分弁護士の入れ知恵なんじゃないかなって、私は思ってしまいます。
マリンさん、なんかレーダー照射事件と同じような言い訳。まあ何かツッコミを受けたらすぐにコロッと変えて、次から次と話をはぐらかして、論点をずらして逃げ切ってしまおう的な、まあそういうなんていうか、のらりくらりやっていこうぜっていうのをちょっと感じますよね。で、あれに巻き込まれて亡くなった人たちの気持ちっていうのはね、もう本当、それは耐え難いものがあるっていうのはわかりますよね。まあ、弁護士はそれこそ仕事としてやってるだけなので、結局のところですね。なんていうかな。なんだろうな。人によってはなんですけど、あくまでも別に正義のために仕事をしているわけではなくて、まあ、弁護人の望むものに、なんていうか、答えようとしてるだけっていう可能性があって、もうなんかそれだと、ちょっと人間としてどうなのとは思うけれど、まあ、職業弁護士としては別にそれでもいいんだろうなっていうところですよね。まあ、あんまり尊敬はできない話でございます。ともさん、本人が本当にブレーキを踏んだと思い込んでいる可能性が否定できないので、最後までちゃんとした裁判を消させてあげることも大切。よし、わかった。裁判所に、提出された証拠などどうでもいい。俺はネットと週刊誌でこの事故は調べた。お前は有罪だ。死刑になれ。と騒ぎ立てるのも違う。まさにそれはそうですよね。ですね、人によってはなんですけれど、自分の記憶を改ざんするっていう能力は人間にはあって、まあ嘘も100遍言えば自分自身がもうその嘘を本物と信じ込むっていうことができてしまう。なのでですね、このブレーキを踏んだっていう証言もすでに自分としてはもうブレーキを踏んだっていう記憶だけを、塗り替えていて、もう完全に信じきった状態っていう可能性もまあ確かにあります。まあ少なくとも裁判などにおいては、まあどんな証拠が出てきたのかなっていうところで言えば、まあ私はトヨタのトヨタ側の反論として、自分たちの自動車には全く問題なくて、そして、ブレーキ操作っていうのをしていませんでしたよっていうのが記録として残ってますよ。まあこういった話の方を私は、まあ重視しています。まあもちろん人によってはトヨタの言うことなんかもう 100% デタラメだっていう方も、まあおられるのかもしれませんけれども、まあそんなことを言い出したらおそらくは、まあ世の中で売っている車何一つ乗れなくなるんじゃないかなとか、まあ思ってしまいますけどね。まあ本当に人によっては考え方っていうのは人それぞれで、まあ今回私は警察庁のデータとかトヨタ側の反論としての話を持ってきたわけですけど、それらをすべて、まあ捏造だし、そんなの信じれるかっていうふうにまあ全否定される方もおられるんで、なかなかですね、まあみんながみんな納得するような形っていうのは基本的には難しいんですよね。ある程度、その中でも信頼性の高いお話を、まあ根拠にしてお話をするしかないというところですよね。はい、それでは次行きましょう。坂本英二さんのコメントをご紹介します。コロナワクチン接種後、死亡が356人ですが、上川さんは多いと思いますか？それとも少ないと思いますか？はい、というわけで書き込みありがとうございます。コロナワクチン接種後死亡366人っていうニュースについてですね。で、このニュースについて、まあ、多いと思いますか、少ないと思いますかっていうことなんですけれど、まあ、坂本英二さんにこれを言うのはちょっとなんだなと思いつつも、でもちょっと突っ込みを入れないといけないのはですね、その数値の前提条件が書かれてないなっていうのが一つ大きな問題なんですよね。例えばですね、356人にコロナワクチンを打ったら356人死にましたっていうニュースだったら、こんな恐ろしいニュースはないと思うんですよ。でしょ？致死率 100%。それもはやワクチンじゃないでしょっていうツッコミが入るわけですよね。問題なのはですね、その前提条件として、じゃあ何人に打ったんですかっていう話と、じゃあその356人のその内訳さどうなっているんですかっていうところを、まあちょっと情報として継ぎ足してもらわないとなっていうふうにちょっと思ってしまいます。で、この356っていう数値をですね、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。どこだったかな。あった。まあ、そのニュースっていうのがどっから出てきたのかなっていうところで、まあちょっと検索をかけてみました。まあ出てきたニュースとして出てきたのが、ワクチン接種翌日に71歳男性が心筋梗塞で死亡。関連性なしに遺族疑問というニュースなんかが出てきております。まあ、このニュースっていうのがですね、まあ、ちょっと検索をかけてみました。まあ出てきたニュースとして出てきたのが、ワクチン接種翌日に71歳男性が心筋梗塞で死亡。関連性なしに遺族疑問というニュースなんかが出てきております。
で、このニュースの中で、新型コロナワクチンを受けた後、どのくらいの人が亡くなっているのかなっていうのが確かデータとして少し話が出てきたと思うんですけれども、どこだったかな？ちょっと後ろの方か。後ろの。あら、これじゃなかったっけな。あら、ちょっと違う。思ったニュースとちょっと違うものを用意してしまったようですけれど。まあちょっと説明するとですね、まあ新型コロナワクチンを受けた人のその後を追っていたものの中で、まあこのぐらいの人が亡くなっていますよっていうデータが出てきました。で、その中においてですね、厚生労働省は直接の関連はないんじゃないかなというふうに言っているわけなんですけど、いやいやそうじゃないだろうっていうツッコミがインターネット上では出ていて、いわゆる双方の意見が食い違っている状態になっています。で、このニュースではですね、このワクチン接種翌日に亡くなった方っていうその体験談がご紹介されているので、この話をちょっとお伝えしましょう。ワクチン接種翌日に71歳男性が心筋梗塞で死亡。関連性なしに遺族疑問ということで記事をちょっとご紹介します。とにかくワクチン接種をと国は大号令をかけている。だが、その裏では350人超という少なくない数の人が副反応の疑いで亡くなっている現実を新聞もテレビもほとんど報じない。夜ご飯の時に美味しいと言ってくれたのが私に向けた最後の言葉になってしまいました。神奈川県川崎市在住の小倉寛治さん。神奈川モデルナ社製のワクチンを接種した翌日の夜に急死した。71歳だった。6月10日に亡くなり、まだ悲しみの淵から抜け出せない中、寛治さんの妻、66歳が亡くなった日のことを語る。20時半頃のことでした。いつもは寝る前に焼酎のウーロン茶割りを1杯飲むんですけど、あの日は3口ほど飲んだだけで、あとは残していました。それから布団を敷いてトイレに行ってくるわと言ったきり、ちっとも戻ってこない。どうしたのかなと思って様子を見に行ったんです。妻がトイレに向かうと、そこには仰向けで倒れている寛治さんがいた。苦しそうな様子などはなく、最初は寝てるのかと思ってこんなところで寝たら風邪ひくよって声をかけたけど反応がなくて、よく見てみたら口から泡を吹いていたんです。慌てて救急車を呼び、寛治さんって必死に叫び続けました。起きると信じてこんなところで寝たらダメだよ。と呼びかけたけど反応はなく、このまま寛治さんがいなくなるんじゃないかと思うと怖くて、ほどなくして救急車が到着したが、寛治さんはすでに心肺停止の状態。心臓マッサージや AED による救命処置が施され、搬送先の病院でも手を尽くされたが、息を吹き返すことはなかった。突然の夫の死に対し、悲しみ以外にも別の感情が湧いているという。それまで生活習慣病の薬は飲んでいたけど、死ぬような状況じゃ全然なかった。それがワクチンを打った翌日に突然こうなった。ワクチンしかないと思うんですよ。妻の証言をもとに、接種した日から死の直前までを振り返る。寛治さんと妻が夫婦揃って川崎市内の大規模接種会場、NEC 玉川ルネッサンスシティホールを訪れたのは、亡くなった日の前日、6月9日午後2時頃のことだった。広い会場にいくつも接種ブースができていて、密になることもなくスムーズにワクチンを打ってもらえました。ただ、夫はすぐに腕が痛くなったようで、15分間の待機時間の間、ずっと腕が痛いわと言っていました。私もちょっと痛みを感じたので、2人して痛いなぁと言いながら家に帰ってきたんです。モデルナ社製ワクチンを接種した後に腕に痛みが出ることは、モデルナアームと呼ばれ、よく起こる副反応として世界中で報告されている。翌朝、妻の腕の痛みは収まっていたが、寛治さんは腕が上がらないほど痛みが増していた。とは言うものの、腕の痛み以外は体調に大きな変化はなく、二人は夕食の時間を迎える。夫は食欲もありました。里芋の煮っころがしが食べたいというので、アジの開きと一緒に食卓に並べました。仕事を引退してから食事量は少なくなっていましたが、あの夕飯では、美味しい、美味しいと言ってアジを2匹も食べていました。寛治さんは3年前に仕事を引退するまで大工として朝早くから夜遅くまで働き詰めの毎日だった。
川崎市内の 2DK のアパートで過ごす夫婦2人のゆっくりとしたリタイア生活は3年間で突然幕を閉じる。といった具合にして、この関連としてニュース、これ持ってきたのは、ニュースポスト7というところなんですけれども、このニュースを読んで、皆さんにお伝えしたわけですけれど、多分、これを読んで、これでワクチンが危険だなっていうふうに思った方と、いやいや、そうじゃないでしょっていうツッコミを入れる方、2つに分かれると思います。実際私のこの生放送のチャット欄でもちょっと2つの方向性で分かれたなとはちょっと思うんですけれども、私の見方はこうですよっていう話をこの後していこうと思います。さて、そもそもですね、私たち日本人っていうのは年間でどのくらい死ぬか皆さんはご存知でしょうか。こちら厚生労働省の発表している人口動態に基づく、2020年日本人はどのくらい死んだのか、そしてその死因は何だったのかというデータでございます。2020年の主な死因の増減なんですけれど、1位が肺炎、心疾患、脳血管疾患、インフルエンザ、不慮の事故といった形になって、あとは、がん、新型コロナ、老衰となっております。そしてですね、年間で亡くなった人の数というのが138万4544人の方がお亡くなりになりました。そして前年と比べると9373人の方が亡くなった人数としては減っております。ということでですね、新型コロナの問題はあったんですけれど、日本においては死者数が劇的に伸びるといったようなことはありませんでした。このことから、世の中の中には陰謀論を唱える方がいて、政府は新型コロナで亡くなった人の人数っていうのを隠蔽して少なく発表しているんだっていうふうに言われている方がおられるんですが、厚生労働省の発表しているデータを見れば、そのような事実はまず確認できません。そもそも亡くなっている人の数が去年よりも減っているからです。で、このことっていうのは考えなければならないのは、今少子高齢化というものが進んでいて、高齢者の数っていうのは年々増えている状況です。ですから死亡者数が減るっていうのは、その寿命のことを考えると、高齢者が増えているのに死亡者が減るっていうのは、みんなが病気に気をつけることによって、なんだったらそれによって死亡者全体の減少へとつながったっていう、そういった評価ができるわけです。もしも新型コロナの死者っていうのを政府が例えば何万人も隠蔽していたんだとしたら、この数字っていうのは本来であれば上がってないとおかしいわけです。みんなが感染症に気をつけましょうねって言って手洗いする、しっかりとして、そして感染症対策としてマスクしていたので、なんだったら毎年1000万人新型のじゃなくて、旧来のインフルエンザにかかっていて、1万人とか亡くなっているのがもう劇的に少なくなって、トータルとしては、感染症っていうのは減りましたよと。誤嚥性肺炎みたいなものについてはちょっと防ぎようがないんですけど、風邪、インフルエンザから肺炎につながって亡くなる人の数っていうのが相対として減ったので、全体としては減りました。そして政府が新型コロナの死亡者数を隠蔽しているっていうその陰謀論についても、少なくともこの人口動態からは全く見えませんよっていうことが私は言えると思います。そしてですね、このことからちょっともう一つの話として、年間で亡くなっている方人数138万4544人っていう、ここもですね、一つのポイントで、この数値から割り出されるのは、日本人は1日3700人ぐらいは毎日死んでます。これはですね、注意しなければならないのは、別にその人たちがみんな、私明日死ぬなと思って死んでるかって言われればそういったわけではないっていうポイントです。老衰で亡くなる方について言っても別に私は明日死ぬなって思って老衰で亡くなるわけではないわけです。だんだんと弱ってきたなっていう中で亡くなるわけなので、それが明日なのか明後日なのかわからないわけです。同じようにしてですね、心疾患や脳血管疾患で亡くなる人がですね、みんながみんな私は近々きっと心疾患、脳血管疾患で亡くなるだろうと思って過ごしているなんてことはないことがほとんどです。つまりですね、何が言いたいかっていうと、私たち日本人っていうのは別に基礎疾患がなくても死ぬ人は死にますよっていうことなんですよね。
で、一つ前の記事に戻りますけれど、ここでワクチン接種翌日に亡くなった、これはもうワクチンのせいに違いない。だってこの人は基礎疾患もなかったんだからみたいなことを言っているわけなんですけれど、あれこの人高血圧の薬飲んでるとかっていう話がこの後出てきてですね、あれこの人基礎疾患普通にあるから突然死っていうの別におかしくないんじゃないって私は結構普通に思ってしまう例なんですよね。例えばですね、今、毎日のように3700人ぐらいが死んでますよっていう話をしましたが、その中においては、例えば、パンを食べた翌日に死んだ人もいれば、ご飯を食べた翌日に死んでる人もいれば、納豆を食べた後に死ぬ人もいれば、なんだったらもう乳酸菌飲料を飲んだ翌日に死んだ人もいるみたいな形でですね、ワクチンを打ったことと、その死因っていうのが本当につながっているのかどうかっていうのはちゃんと切り分けないといけないわけです。ワクチンを打っていてもいなくても、その翌日に死ぬ人っていうのは存在するっていうことを考えないと、亡くなった人がいますよって言われて、ああ、これはみんなきっと危険なんだって思うのは、ちょっと待ってくださいねと。あくまでもそれはちゃんと別に切り分けて、本当にワクチンの影響でその人亡くなったんですかっていうのを、調べることが何より大事ですよということですね。で、この350人っていうのもそもそもですね、疑い例を含めた全体像の人数なので、その中から本当に関連があるかなっていうのを調べるそのための、母数となるわけなので、もうみんながみんなこのワクチンが必ず 100% 原因で350人亡くなったんだっていう数値ではありません。なのでこの数値を見ても、これ全員が確実にワクチンで亡くなったって思うのは、ちょっとそれは待ってくださいねっていうお話です。で、先ほども最初の話に戻りますけれど、じゃあこの人数について言っても、じゃあどのくらいの人が打った上でそうなったかっていう、この数値についても前提条件がないとまた話が間違ってしまいますよっていうところですよね。先ほども述べましたが、ワクチンを打った365人が、その後356人全員が死にましたよっていうんであれば、それは大きな問題だけれども、それがですね、4000万人、5000万人打った中の356人なのかどうかとか、そういったところもちゃんと見ていかないと、メリットとデメリットの比較ができないようになってしまいます。で、私自身はですね、このゼロリスクっていうのを考えたときに、ゼロじゃなければダメだっていうふうには考えませんよっていう話はいろんな場面で言ってきました。例えば政策を評価するときに100点と0点しかない人の場合だと、40点、50点の政策に対してはこんなもんゴミだって言って0点扱いするっていうのは、私はそれは現実を見るときにはちょっとやりすぎですよ。YouTube 的にはそっちの方が面白いのかもしれないんですけれども。で、現在のところですね、ワクチンの効果については私はメリットとデメリットの比較をしたときには確実にメリットの方が上回っているという評価を行っています。結局のところゼロリスクっていうのはないと私は考えているので、それこそですね、一般的に売っている商品でも食べ過ぎ、飲み過ぎすればそれだけで死んじゃいますよなんてものはいっぱいあるわけですよね。例えば水が健康にいいからって言って水をいきなり10リットル飲んだらもうプクプクになって、水のために死んでしまうとかね。醤油を飲みすぎば死ぬよとかね。塩だってそうだよみたいな話。それは極端な例なんですけれども、何事もですね、メリットとデメリット、使用容量とか守らないといけないとかね。そういった話をあくまでも全体を見ながら考えようねっていうところをちょっと冷静に見ないと、一つの数値だけを捉えて、危険だって言われると、それはちょっと、なんていうかな、人の勘違いを生むんじゃないかなとはちょっと思いますよね。で、私の話の中で、高齢者の人たちがこのワクチンの接種率が高まってくると、社会問題としての新型コロナの問題はすごくちっちゃくなりますよっていうお話は、結構しております。で、そういった話をすると逆にひっくり返して、じゃあ若者の人たちはもう打たないんでいいんだよねって言われると、それは個人の判断によるなっていうのが、私の考え方です。社会全体としての問題を小さくすることと、新型コロナにかかる、かからない、そしてかかった時に、その後遺症が残る、そのリスクと、ワクチンを受けることによるメリット、デメリットっていうのの比較は結局のところでね、最終的には本人がしてくださいよっていうのが一番大事です。
なんで自分の判断が大事かっていうと、誰かに言われて打ちました、もしくは打ちませんっていう判断っていうのは、常にその結果について誰かの責任にするっていう無責任な行動が後にやってくるからです。例えばですね、ワクチン反対派の人からワクチンは危険なんだから打つなって言われて、あの人が言っていたんだから私はワクチンを打ちませんでしたよっていう、そういった人がいたとします。で、その人が若くって基礎疾患がありませんでした。これなら私は新型コロナにかかっても、ほとんど大丈夫だろう。そして、あの人が打つなって言ってるし、それを信用するから私は打たないって言ったとします。で、その人が、いざ新型コロナにかかったら、例えば味覚障害が残りましたと。もう何を食べても味が感じられない。医者に行ったら、もう亜鉛のサプリをずっと飲み続けたら半年ぐらいしたら、8割ぐらいの人が治りますよって言っていた。でも私は残りの2割になって、もう1年も2年も味覚障害が残り続ける可能性があるってなった時に、一番最初の決断に話が戻ってくるんですよ。あの人がワクチンを打つのは危険だって言ってたから私は打たなかった。そのせいで私は新型コロナにかかって味覚障害がもしかしたら一生残るかもしれない。あの人の言っていたことは許せないってなったら、あなたの決断なんだけど、でも責任は他の人にしてしまうっていう行動が最後には残ってしまいます。これが一番重要なところで、本人が打つ打たないの判断は絶対しないといけません。決して自分の判断っていうのを他人に任せてしまうと、そういった、何やってんのあんたっていうことに最終的にはなってしまいます。で、受けるにしても自分にとってもしかしたらこれが問題になるかもしれない。でもそこの問題が起こっても自分が打つことを決めたよっていう、そこの判断がないと、誰々が打った方がいいと言っていたのを信用して私は打った。でも、にもかかわらず私はその後筋肉痛が起こってものすごい発熱が起こって39度ぐらいの発熱があった。もうなんだったらアナフィラキーショックが起こってその場で会場でぶっ倒れてしまった。あの人が打った方がデメリットが大きいと言っていたから打ったのにって言われると、いや、最後に決めたのはあなたじゃないと、そういうふうに他の人の責任に、どっちにしてもなってしまうんですよね。だからこそ打つ打たないは自分で決めて、そしてその結果責任っていうのはそれぞれの人が自分で持ちましょうねっていうのが私は一番大事だと思います。で、この話の付属的な部分なんですけれど、打つ打たないっていうのが自分の判断であると同時に、その判断っていうのを他人に強制したり批判するっていうのが、これもまたちょっと違う話です。例えばワクチンの推進派の人たちが打たないやつはもう人間じゃねえとか言ったら何言ってんだそういう話をするなと。批判する対象じゃないですよと。逆にワクチン反対派の人たちがワクチンを打つ人たちなんてろくでなしだみたいな話をし始めたら、いやいやそういう話じゃないですよと。あくまでもそこは自分の判断で、そして自分の判断っていうのは別に人に押し付けるものじゃないですよと。それぞれの考え方はそれぞれ自分たちで考えていきましょうねっていうのが、重要なことじゃないかなと思いますね。といったわけで、ちょっとワクチンの話でございました。なのでですね、私としてもいろんなデータ出てますよ、こういったデータ出てますよというご紹介はしますが、最終的に判断するのは皆さんがそれぞれ行ってください。そうしないと先ほども述べたように誰々が言っていたから打った、誰々が言ったから打たないっていうのは、基本的には自分の人間としての存在を否定するような話じゃないかなと思いますね。誰々が言っていたのを参考にした上で最終的には自分で決めましたっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ただ私は亡くなりましたよとか、もしくはいわゆる副反応としてアナフィラキーショックが起きましたとか、めまいがあって倒れてしまいました、発熱がありましたとか、そういった副反応ニュースなんかも見ているんですけれども、少なくともですね、今のところ、そのワクチンが危険だって言ってる人の話よりも、打った方のメリットの方が今のところははるかに大きいなと考えております。なので、これはあくまでも私の判断ですので、皆さんがこれをどう受け止めるかは、皆さんの判断にお任せいたします。そしてこんなニュースも流れてきております。米国のコロナ感染死者は 99.5% がワクチン未接種。
有効性を証明か。米疾病対策センター CDC のロシェル・ワレンスキー所長は7月1日、各州から収集した予備データを分析したところ、過去6ヶ月間に新型コロナウイルスに感染して死亡した人々の 99.5% はワクチンを接種していなかったことが明らかになったと発表した。ワレンスキー所長はホワイトハウスで言った記者会見で、複数の州から集めた予備データが示すのは、米国がワクチン接種を開始してから1ヶ月が経過した今年1月以降、このウイルスへの感染が原因で死亡した人はほぼすべて接種を受けていなかったということだと説明した。つまり、統計によれば驚くことに、新型コロナウイルスへの感染による死はほぼ完全に防ぐことが可能だということになる。所長は、これはワクチンの有効性を反映したものだと強調。新型コロナウイルス関連の死は、ほぼ完全に回避可能になったと述べている。ワクチンの有効性については、AP 通信も5月、感染して死亡した約1万8000人以上のうち、99.2% はワクチン未接種だったと伝えている。ブレイクスルー感染、接種完了後の感染による死者は150人だったという。デルタ株による感染拡大は、教イワレンスキー所長は同日、ワクチンの有効性に関する前向きな兆しについて明らかにすると同時に、感染力が高まったとされる変異株のデルタ株の脅威についても語った。米国では、デルタ株への感染は現在、新規感染者のおよそ 25% を占めると推計されている。所長によれば、デルタ株の感染拡大が特に懸念されるのは、ワクチンの接種率が 30% 程度にとどまっている州の約1000の郡、主に南部、東部、中西部の州に集中。CDC はすでにこれらの地域の一部でデルタ株の感染者が増え始めたことを確認している。といった具合にですね、アメリカにおいての話なんですけれども、データとしては、アメリカの場合だとファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソンなど、世界中のワクチンが使われているようなところでございまして、ある程度の人たちがもう打ちたいなって思ったら、いつでも打てるような状態になっております。で、まさにアメリカっていうのはそういった意味では別に強制はされていなくて、打ちたい人が打ちますよっていう状態の中で、じゃあ打ちたい人たちっていうのがある程度打った状態で何が起こっているかと言われると、今回のように、ワクチンの接種されていない人たちっていうのが結局のところ今被害が集中しているような状態で、逆に言うと、ワクチン接種を受けた人たちっていうのが再び感染するとか、もしくはワクチンを打ったんだけどかかりましたよっていう人たちもいるんだけど、その中から亡くなる、命を失う人たちの割合っていうのが、全体から見ればかなり少なっているっていうのが一つのデータとして出てきております。なのでこれを見て、なるほどな、そういうことが起こってるんだ。でも私は受けないよっていう人は、ある程度そのリスクを分かった上でその決断をするのが一番いいです。で、そもそもワクチンを受けられないという方も当然います。これは様々な基礎疾患があって、その中においても、今どんな注射もちょっと受け付けることができませんよっていう人たちもたくさんおられるので、その人たちは受けられませんよ。受けたいんだけど受けられないっていうのとか、そういった意思とは関係なく、それこそお医者さんの判断で現在このワクチンはあなたにとっては危険かもしれないからやめておきましょうっていう人、そういうふうに医療的にできない人たちっていうのもいるので、その人たちはそれは仕方ないっていうところですよね。ポチッとな。といった具合にして、外形的にそういうか、全体状況からするお話としては、こういったデータが出てきているので、判断材料にぜひとも加えてもらえればなと思います。よいしょ。で、あとは韓国系の話題をポチポチと用意しております。このあたりの話を、後回しにして、ちょうど、中国製ワクチンの話も、ちょっと記事としては一つあったので、このタイトルだけでもお伝えしておきましょう。中国製ワクチンは水ワクチンなのか、シンガポール、シノバック接種した人は、コロナ検査もう一度受けてというニュースが出ております。私はですね、この中国製ワクチンの危険性っていうものよりも、中国製ワクチンがいかに効かないものかというお話をしてきました。ワクチン反対派の人たちっていうのはワクチンの危険性を訴えていることが基本的には多いんですけれど、中国製のワクチンについては私は効いてないんじゃないっていう話を基本的にはメインにしてます。
そもそも公表段階で有効性が 50% とか 70% で公表されていないようなデータとしては、それこそ、もう 50% なんか絶対ねえだろうっていうツッコミなんかが入りまくっているのが中国製のワクチンでございまして、でもですね、この水ワクチンっていうのはなかなかすごいネーミングだなと思うんですけれども、中国との関係が深い国として、先日国際世論調査の動画を上げたんですけど、その中でもシンガポールの国の、上がっていました。このシンガポールっていうのは華僑の人たちが非常に多いところで、中国との関係っていうのは経済的にも政治外交上においても非常につながりの深い国ですと。そういった国々において、シノバック、シノファーム製の、中国製のワクチンっていうのが積極的に展開されているわけなんですけれども、中国は 50%、70% 効くって言ってるけれども、どうもそんな話は眉唾だよっていうところで、結果として、中国製のワクチンを広く使っている国々においては、どうも新型コロナの蔓延を防ぐ効果が疑問視されているということでございます。このあたり、ワクチンを打つ、打たないの判断のところに、中国製ワクチンは私ははっきりとやめた方がいいんじゃないっていうことだけは、ちょっと一言言わせていただきます。のこさん、スーパーチャットはありがとうございます。のどあめ大です。2日連続ライブありがとうございます。こちらこそ、2日連続っていうことが分かった上で見に来てくれると嬉しいところでございます。ちっとな。効果のありそうな薬名が出てこないんですが、っていうことですけれど、ちっと。新型コロナの今治療薬の話で言うと、日本でだと、使用許可が正式承認されているのが3種類で、それ以外に治験が行っているのがアビガンと、イベルメクチンですと、あと他にもあると思うんですけれども、少なくともゼロではないと思うので、お医者さんに、新型コロナにかかってお医者さんと話す機会があったら、今使えるものは、どれがあるんですかと言われれば、その時の最新のデータをもらえるかと思います。少なくとも新型コロナにかかっていない段階で、治療薬は必要ないと思うので、いわゆる予防薬というものは、今のところはありません。で、治療薬としてピンポイントに絞ったものについては開発中なので、おそらく年後半から来年にかけては、新型コロナ用の薬っていうのが、出てくるかと思います。で、今使われている薬っていうのは、あくまでもこれまであった病気に対して対応した薬っていうのがあって、じゃあそれを転用する形で治療薬に使えないかな、そして効果が認められるかな、認められないかなっていう話をしているものがメインです。なので、新型コロナ用ですよって言われて、治療薬が出てくるまではもう少し時間がかかります。ただしですね、これも時間が進んでいけば確実に何か成果が出てくるっていう状態なので、決して未来になったら使える薬が減ってくるっていうことはないと思った方がいいと思います。基本的には状況っていうのは改善する傾向にあります。問題は確かに存在するんだけど、同時に改善の方向その自体は私はブレずに進んでいると思います。このあたり、考え方にもよるんですけど、ネガティブの人の場合だと、これが全く逆転していて、薬が出てきていますよっていう話をしていても、そんなの信じられないって言って、そういう未来に対する希望のつながるような情報をシャットアウトした上で、いや、今後も新型コロナはものすごい変異が進んで、もう人類がみんな亡くなってしまうんだ、みたいな、そういう想像だけが膨らんでしまうと、なんというか絶望してしまいますけれども、私はそういう状況ではありませんよと。まだ、新型コロナっていうのは確かに変遷していくわけなんですけれども、ワクチンの普及と、そして治療薬についても今は開発が行われていて、だんだんとピンポイントで効くようなものが出てくるようになることは、私は年月の経過によって状況は改善してくるというふうに考えております。よいしょ。ミルクティーさん、ベホイミで治らないからということなんですけど、ベホイミはですね、あれは怪我とかには効くかもしれない。怪我に特化してると思うんですけど、病気に効くかどうかはわからんですよね。ベホマもそうなんですけど、基本的にああいうのは障害、外傷性のものについて、ほとんど効くもので、多分内臓とかそういう内側の病気に対しては効かないんじゃないかなと思いますね。特にウイルスとか菌とかそういったものは、体の中で悪さをしてるもんですけど、それらを排除するかどうかっていうのは、ちょっとね、
クガミョンさん、ザオリクの方が効きそう。いや、それ一度死んでるやないかいっていうね。まあ、あれはね、一旦死んだから時間が経ってると脳細胞がどんどん死滅してるので、ザオリクかけてもね、なんか人間の人格がもう崩壊してしまうんじゃないかなとはちょっと思いますよね。まあ、キアリーとかだったら、どっちかっていうと病気の方には効くかもしれんですね。トモさん、この話で本当に直さないといけないのはオフなので、ベホイミは効かない。それはベホイミは、確かにそれには効かないですね。アホには。うん。みつきますさん、ドラクエかと思った。うん、ドラクエですよ。最近だとなんていうかな、ドラクエのネタを通用しない人たちっていうのも、まあ当然います。昔だとって言うと変かな、ファミコン、スーパーファミコン、そしてプレイステーション、メガドライブとか、まあそういったゲーム機の変遷を知っている世代っていうのは、ある程度ヒットしたゲームっていうのがみんなが共通の話題にすることができるんですけれども、まあ現代だとそういう風にしてみんながなんていうか話題にしたゲームっていうのが少しずつ分散しているので、共通の話題っていうのはどうしてもね、あんまりできないんですよね。まあなので今の話っていうのはまあドラクエをやった人じゃないと、なんかイベルメクチンとかそういう、そういった話の後になんか普通にベホマとかザオリクとか出てくると、なんとなくそういった薬っぽく聞こえますよね。うん。なんていうのはちょっとまあ騙されることはあんまないとは思いますけれど。ね、アクテムラとかね、もう本当にね、いろんな薬の名前が出てきて自分もなんていうかな、覚えきれないっていうと、まあ覚えてもちょっと、まあすぐに忘れるとは思うんですけれど、ここ最近だと抗体カクテル治療っていうものが少しずつ出てきて、その名前っていうのがもう本当に全く覚えられなかったですからね。プッチンプリンは効かないのっていうことなんですけど、プッチンプリンもですね、信じる心があれば効く可能性があります。もう、すごく騙されやすい、信じ込みやすい人に向かってですね、このプッチンプリンにはあなたの免疫効果を高める効果のある成分をものすごく盛り込んだから、これを1日1個食べると、あなたは健康になるって言われててですね、それを信じた人は、おお、そうなのかって言って、まあ喜んで食べたらもしかしたら効くかもしれません。で、この話っていうのはですね、確率論としては少ないんだけど、ごく稀に本当にそれで病気が治る人っていうのも世の中いてですね。まあ、例えば癌になった人がいて、その癌になった人に対して、この水を飲めばあなたはきっと治るみたいな話をされて、おー、本当にそうなんですかって言ってなんか信じ込むとですね、その人の免疫力が高まって、なんと薬も飲んでいないのに癌が少し、寛解状態になりましたなんていう人が、まあ、ごくごく稀に存在するので、ちょっと、確率論としてはゼロではないっていうね。まあ、ただし騙されないようにしてくださいね。それでたっぷり人を騙してお金を儲ける人なんかもいますから。カナブンさん、プリンは血糖値が上がるよね。そうでございます。もう血糖値の急上昇は基本的には体には良くないものなので。まあ、ただね、美味しいんですよ、砂糖は。砂糖は美味しいんでございます。さて、次行きましょうかね。アンモキオ619さんの書き込みをご紹介。年齢についてです。一般の職場では60歳ぐらいでの退職となっていますが、なぜ政治家は80歳を過ぎようが居座っているのかなと。一般の退職年齢については人がシャキシャキと働けるのはせいぜい50とか55歳までと考えられていて、それが今は60歳まで延長されたのだと思いますが、それにしてもなぜ正解は年と関係ないのかとっても不思議です。もう少し若い世代が舵取りに参加してほしいと思いますが、上川さんはどうお考えでしょうか。はい、アンモキオさん書き込みありがとうございます。いわゆる政治家には定年っていうものが、定義はされておりません。それぞれの政党の中において自主規制として何歳ぐらいになったら、そろそろやめてくださいよっていうものが設けられてはいますけれど、これ何か破ったからといって、なんか政界から追放されるとかそういったものではなくて、厳密なものではありません。自民党なんかもそれぞれですね、この定年制っていうのを考えていた時期があるんですけど、今ではもう完全にうやむやになりました。じゃあなんでそれがちゃんと、ルールとして作れないかっていうと、
年齢差別だっていうふうに言われちゃうんですよね。まあ、それは企業の中でも60歳とか65歳とか定年っていうのもあったわけなんですけど、まあ厳密に言えば年齢で区切るなんてそんなのおかしいって言われてしまうとですね、まあ、なんていうかな、確かにねって言わざるを得ない部分あるんですよね。というのも、この年齢によってその思考力が衰える、肉体的能力が衰えるかどうかっていうのは、個人差っていうのがものすごく大きくって、人によってはもう100歳なんだけど、ものすごい現役のボディービルダーですみたいなおじいちゃんとかが出てきて、もうムッキムッキの体見せつけるとかあるんですけど、そんなちょっとレアケースを見せて年齢で区切るなよって言われてもちょっと困るんだけどな、みたいな感じで思うんですけど。まあそんな感じでですね、政治家においても、いやいや政治家っていうのは肉体的にも衰えても、ここまで築き上げた広い人脈と、そして、これまで蓄えた知識、見識なんかを持って政治に携わるんだから年齢と関係ないっていう人が、まあ、おられるわけです。でも、私はどう考えるかっていうと、基本的には、この年齢である程度線引きをすることは、私は必要なことだと思っています。というのも、確かに年齢によって、まあ人によってどのくらい加齢が進んでちょっとボケてしまうのかっていうのは違うわけなんですけれども、ある程度システム的に何歳ぐらいになったら、上の世代が引退しますよっていうのがないと、若い世代が入ってくるっていうこの循環ができないんですよね、どうしても。政治家の人たちでもう長老だ、私はもう死ぬまで居座るぞみたいな人たちがいつまでもいると、その人の人たちっていうのが新しく入ってこれないんですよね、政治家っていうその、枠の中に。で、長老の人たちはそれこそ小選挙区じゃなくて比例の方で入ってきて、もう居座ってるだけでなんか党の票が入って私当選だわみたいなことをされると追い出すこともできないと、選挙制度から言って。これはやっぱり日本のために全くならないでしょっていうふうに私は思います。なので、年齢である程度区切るっていうことはどうしても私は必要だと思います。まあその上でですね、それぞれの政党が若い人もちゃんと、立候補させてねっていうところは思うんですけど、これもなかなかルール化は難しいんですけれども、最低限ですね、お年を召した人から順番に引退してもらうことは私は絶対必要だと思っています。うん。うん。よいしょっと。そう、だから、個人差があるから、まあ全体的にこうだっていうのはちょっと危険だなっていうふうには思うんですけど、でもやっぱり制度的にどこかで線引きをしない限りは、居座る人たちが出ちゃうんですよね。うん。ちょっと今喉に、お茶を飲んだんですが、むせてしまいました。うんうん。T 岡本さん。二階さんの選挙区なのですが、後釜になる人がいなくて共産党は嫌だし困ってますっていうことなんですけど、これもまさに非常に注意深く取り上げなきゃいけない指摘で、地方選挙だけではなく都市部の選挙でもそうなんですけれども、自分の選挙区では、例えば自民党と公明党が話し合った末に公明党の人が出てきて、それに対抗するのが共産党と立憲民主党と、あとは宗教勢力の党から出てますみたいな感じで、まあ、公明党も一応創価学会なんですけど、まあ宗教勢力なんですけど、まあそんな形でですね、ここの中から選ばなきゃいけないの、これどうしたらいいのっていう、この、なんていうか、絶望選挙区はいっぱいあるんですよね。まあ別に自民党の中でも親中派がいますよっていう話はもう私も散々しているので、この自分の選挙区にもう入れたい人が誰もいないぞ、こんちくしょうって思ってる人たち、本当に日本全国様々な場面であると思います。まあだからこそ、じゃあどうすればいいかって話になった時に、私自身は、これはもう本当に人によっては違うんですけれども、私自身はそういうのを見て、まあないんだったら作るしかないなっていうふうに考えている方なんで、まあ自分自身がそうやって、こうやって政治的な発言をするようになって、まあ YouTube で発信しているっていうことがあります。
多分ですね、自分自身が、この政治家さんに任せてもう日本の未来安泰だなと思えるような人の、そんなお膝元で暮らしていたら、多分こんな風に考えなかったと思います。自分がこの投票したいと思えるの国会議員がいるかっていう話になった時に、そんな人いるかよっていうツッコミを返す方はたくさんおられると思います。だからこそ、そういった人を見つけて応援して選挙に出てねって促すか、もしくは自分自身が出る方向に持っていくっていうのが、もう やらしかないんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。もうないんだから選挙に行かないではなくて、投票したい人がいないんだったら、投票したくなる人を選挙に出てもらうか、もう自分自身が、選挙に出て、こんな人たちよりも私の方がいいでしょっていうのをちょっとやるしかないなと。ただなかなか政党の支持っていうのがそれだとないんで、選挙で勝つのは難しいんですけど、選挙に勝つのが難しいからこそ、そのお金のかからないみんなの意見の届け役として、YouTube っていう場所が私は非常に有効な、ツールなんじゃないかなと思ってます。よいしょ。チャロス JP さん、まずまともに仕事する野党が必要なんです。そうなんですよね。野党の方でこの政党頑張ってねって、もうなんていうか、すっきり言える政党がなかなかないんですよね。よいしょ。さて、それでは、ちょっと待って。もう、あと取り上げてないの誰だろうっていうぐらいにちょっと減ってきましたが、ポンタロウさん18分前の書き込みありがとうございます。書き込みをご紹介。こんにちは。一時期日本中がカジノで盛り上がっていましたが、今は全くニュースになっていません。今後日本にカジノはできると思いますか？また、できるとしたらどこにできると思いますか？書き込みありがとうございます。一時期日本中がカジノで盛り上がっていましたが、っていうこの話題なんですけれども、なんといっても新型コロナの問題が浮上したことによって、このカジノ構想っていうのは、ほぼほぼどこでも停滞中でございます。というのもですね、カジノは一体何のために作るのかっていう話をしたときに、基本的には海外からやってくるお客さんに対して目玉スポットですよっていうのを一つの売りにしていたわけです。例えば日本人相手にこのカジノでガンガン金使ってねっていうふうにはどの政治家も言わないわけで、どちらかというと海外からやってくる人たちがここに来るのに一つなんていうかな、ディズニーランドは世界中にあるんだけど、日本にあるカジノはこれだからいいよねっていうものを作れば、それによって世界から人が来るだろう的なところで、お話が進んでいるわけです。そうした中によって新型コロナの問題があって、世界的に海外旅行がものすごく下火になった。じゃあこんな時にこれを進めようかってなると、そうじゃないでしょうっていうことから、今は全然話題になっていないわけです。ただしですね、私はカジノ問題についてお話をするときには、そもそも日本国内のこのギャンブルの中でも特に問題なパチンコ、パチスロ屋に関しては私は基本的にはもう厳罰化じゃないですけども、ガンガンに叩く方でございますので、カジノが日本で1箇所2箇所出るぐらいだったら別に私は全然、やるべきだというふうに考えております。でもその前に、パチンコ、パチスロ、日本国内に1万とか2万ある店全部潰せっていうのが私の、このカジノの話をする前に必ずする話です。なぜならば日本全国津々浦々にあるこのパチンコやってるのが、それこそ日本人の多くの人たちから金を吸い上げているっていうこの事実を無視してカジノ論争なんかするんじゃないとっていうふうに私は思うからですね。本当にですね、このギャンブルの話っていうのをするときにカジノ大反対だっていう人たちいるわけなんですけど、同時にその人たちがちゃんとパチンコパチスロに対しても、廃絶運動をしないと、私はこの話はちょっとね、眉唾だと思います。もうカジノには反対するんだけど、街中にあるパチンコ屋に行って、今日は玉が出ねえねとか言ってる人がいたら、あんた一体何のために反対してるの？パチンコ屋を守りたいがためにカジノに反対してるんだと、それはおかしいでしょっていうね。ここ本当に非常に大事なところで、パチンコ業界としても自分たちがやられないようにするためにカジノ側の動きを牽制しているっていうのもあるんですよ。
結局ギャンブルが増えたからといってお客さんが増えてよかったなってなるかっていうとそういうわけじゃないと。他のものが流行ってそちらの方にお客さんが流れてしまうと、ギャンブルをやる層全体から言うとどうしても自分たちの取り分がなくなってしまう。だからパチンコ業界としてもちょっとカジノ嫌だなっていう風なそういった動きもあるんですよね。だからカジノに反対する人がちゃんとパチンコに対しても反対と言ってるかどうかっていうのはちょっと確認しないと、騙される的な部分もあるので。何にしてもですね、私はパチンコバチロスに対してはまず絶対ダメっていう風な、これなくさん限りは日本全国で、問題が今後も続くっていう風に思っております。少なくともですね、カジノが例えば、東京じゃないわ、千葉県のどこかとか、横浜のどこかとか、大阪のどこかにできたときに、わざわざカジノに行くために旅行しないといけないわけですよ。遠方の人たちにしてみれば。で、今、パチンコパチスロの問題っていうのは、駅前にありますであるとか、ちょっと主要幹線道路を走ればいくらでもあるわみたいな形で、もう本当に近場にあるわけですよね。だからこそ簡単に行って、そこで簡単にお金を吸って、そして時々少しだけ取り戻してなんか勝った気になるんだけど、トータルだ、めちゃめちゃ金吸い取られてますよ、みたいな人たちが大量に出てしまうと。でも日本全国に1カ所か2カ所か、そんぐらいしかなければ、多くの人たちにしてみれば日常的なギャンブルが縁遠くなるので、少なくとも今の状況よりはかなり改善するというふうには思いますね。といった話でございました。将来的にはカジノはできる可能性はあるんですけれども、私はその場合だと、その前段階であるパチンコパチスロをとにかくぶっ潰せっていうことを、ちょっと声高に訴えていこうと思っております。さて、次行きましょう。アメリカの新 SNS、ゲッターの情報があれば、ということで、これはもうなんか自分が読んでしまいましたが、このゲッター、もうゲッターって言いますけど、間違ってたら後でいくらでも訂正しますんで、もしかしたら GETTR なのかなとかね、ちょっと思うんですけどね。新しい SNS ができますよっていうお話が流れてきております。で、これはですね、例えば Twitter を利用されている方だとわかると思うんですけれども、Twitter 社の基準に照らしてこの発言ダメですよっていう形でアカウントが停止されるっていうことはたびたび起こり得ます。特に新型コロナの問題であるとか、前回の大統領選挙の時の発言に関しては非常に厳しい監視の目が光っていて、例えばトランプ大統領の発言に対してはもうあんたこのアカウントで発言することダメですよみたいな形でバチーンと弾かれたことによって言論の自由とは何なのかっていう話題が大盛り上がりしました。その後ですね、そういった規制を逃れるような形で自由なインターネットの世界を守ろうという動きのその一環の中で、新しい SNS、新しい SNS もそれこそ Twitter みたいなものから、Facebook みたいなものみたいな感じで、いろんなタイプが出ているんですが、今回はその中においても Twitter みたいなでも違うものですよっていうものが、リリースされますっていうニュースなんかが流れております。ただトランプ大統領がこれに参加して情報発信していくかどうかっていうのは今のところわからないそうなので、実際これがどのくらい普及するかっていうのはちょっとわからないところですね。あくまでもアメリカの動きということもあって、じゃあ日本人がここにガンガン参入するかどうかっていうのも、これまたちょっと疑問かなとはちょっと思いますね。あくまでもアメリカの動きでございますので、この日本版がものすごい人気かどうかっていうところは、ちょっと、様子を見てみないとわかりません。今後もトランプ大統領については、政治的な動きとして共和党の中でトランプ大統領について、私たちはまだ支持者ですよ。そして次期の大統領選挙にもぜひともできててくださいとトランプ大統領にせついている方たちというのもいますので、今後何年か後には新しく大統領選挙の時とかにまた話題としてトランプ大統領の話が出てくるかもしれません。ポチッとな。それではですね、あと2件、3件ちょっと待ってね。そんなに数はないはず。ないはずっていうか。48ボトムスさんの書き込みをご紹介します。
こんにちは。話題にしてほしいことはなぜ、韓国は日本のありとあらゆることに難癖をつけてくるのか？旭日旗を戦犯旗という、日本と戦争したアメリカは何も言ってない。日本海を東海に変えようとする。他の国はそんなこと言ってこない。これらほとんどがヤクザの因縁のようなものですが、これらに対して日本がどう対処するべきか皆さんの意見を聞きたいです。もうすぐオリンピックが始まって韓国はまた竹島自国領土アピールをすると思います。それに対して旭日旗を見せるなど挑発でも何でもないですが相手が勝手に挑発と思ってるのでしょうがないせずに冷静に、それなら国際裁判所に行きましょう。もう竹島領土問題3回も断ってるけど徴用工と慰安婦も一緒に第三者に判断してもらいましょうと訴えていくべきだと思います。韓国と1対1で話し合っても約束は守らないし嘘ばかりつくので話にならないと思います。なんか喉が、ゴロゴロ。よいしょ。さて、それでは、ボトムスさんのお話いきましょう。なぜ韓国は日本のことに対してありとあらゆることに難癖をつけてくるのかというお話なんですけど、これは韓国という、国家について考えるときに一つの人格として考えてみるといいんですけれども、自分自身の、生きていく上でのその考え方が確立されている場合であれば、その価値基準っていうのは自分になるわけです。ところが韓国の場合だとそういうのがちょっと今はない状態で、必ず日本というものを基準にしたときに自分がどうなのかという形で、他のところで価値基準のその水準というのを、確かめることになります。だから自分たちの経済っていうのは日本と比較したときにいいのか悪いのかであったりとか、私たちの国の歴史っていうのは日本と関係でどうなのかという場合にしてですね、まず自分というものが一つ確立されていないがために、他のところとの関係、そして日本を見て常に何かを判断するっていう、こうしたことをたびたびするようになります。これが一つの習慣になっているわけです。そのために、自分たちにとって都合が悪いもの、自分たちにとって目につくもの、それらについて全て、必ず批判する難癖をつけるといった行動へとつながりやすいわけです。これはまさにですね、歴史のある国々においてはなかなか見られない現象で、自分たちの国の歴史っていうのが確定していて、自分たちのアイデンティティのがしっかりとしたものがあれば、このように他の地域との比較論だけで話をするっていうことはだんだんと減ってくることになります。今はそういったことができないんですよね、結局のところ。どうしても価値基準っていうのが常にふらふらしているものだから、日本を見て自分たちどうかなっていうのをチラチラどうしても隣を見てくるっていう形で、関わってくる。だからこそ日本としてはなんで日本と比べてなんだかんだ言ってくるんだこいつらっていう話として、日本人としてはものすごい違和感を持つっていう、こういったことがずっと続いているわけですね。このあたりのことを考えないと、なんであの人たちはこっちばっかり見てるんだっていうのがちょっと理解できなくなってしまうわけです。で、これはおそらくですね、すぐにやめることはほぼ不可能な話題で、何世代かどうしても私は必要になると思います。そういった意味では、私たちが生きている間っていうのはこうしたあちらの国からなんか行ってくるわっていう状態はまさになくならないんじゃないかなと思いますね。なかなかこういった一つの気持ちではなく思考法として確立されたものができてしまっていて、しかもそれがですね、今、韓国側では反日教育っていうのが基礎的な教育の中に組み込まれてしまっているので、これが世代を、次から次へと移っていく形で、受け継がれてしまっているんですよね。だから、当面の間これは続いてしまいますよ。特に教育制度の中にこの反日教育っていうのを取り込んでるのは、まさに彼らにとっては自分たちの、思考法っていうのが結局定まらず、他者との比較、日本との比較でしか考え方ができないような形になってしまっているわけですね。雨の中の熊さん、国民総ストーカーっていうことなんですけど、まさにそれが、韓国のもう教育システムから今それが、再生産されている。毎年のようにそうなってしまってるんですよね。
だから反日教育として日本が過去こんなことをひどいことをやりましたね。じゃあみんなこれのことに関して何か絵に描きましょう。何か、お手紙を書きましょうみたいなことをやって、その描いた絵が地下鉄のところでみんな張り出して、みんなこんな風に、反日教育を受けて素晴らしいねみたいな形でそれが褒められるみたいな、もう私たち日本人から見たら何やってるのこの人たちっていう、そういった光景っていうのが、あちらではそれが普通。そしてこちら日本から見ればなんて気持ち悪いものをずっと続けてるんだろうっていう、この、相入れない動きっていうのが、今後も続きますよっていうことね。ちょっと日本人としては気持ち悪いとしか言いようがないところなんですけれど、理性的に考えてもこの状態が変わらない以上は韓国に対してはなんか友好的な態度は日本としては取れませんよね。さて、それでは次行きましょうかね。ちょっと急ぎ足になり始めましたが、何しろ3時スタートで2時間経って、今日は何だったらもう2時間持たずに終わるんじゃないかなと思っていたものが全く終わる気配がないっていうところなので、少し早足になっております。旅好き和夫さんの、コメント、ちょっと待ってくださいね。日本のワクチン接種の報道について、ワクチンの製造・輸送限界医療従事者の数から1日140万人が限界と目されています。が、メディアでは予約停止、ワクチン不足と不安を煽る記事は出ます。一部のワクチン接種反対をマスクなしでデモ活動する姿も報道に。でも、抜かれたコンセントの報道はほとんどなし。報道の自由の意味を履き違えているとしか思えないんですが、一部のメディアはキレをやらなきゃならない理由はどこにあるのでしょうか。基本的にはですね、私、この放送の中でも言いましたし、動画の中でも時々言うんですけれども、問題があることと改善する方向っていうこの全体構造っていうのは両立するんですよ。でも、マスコミとしてはですね、この全体の状況が改善していることっていうのは、はっきり言って視聴率につながらないわけです。だからこそ常に問題点を見つけてきて、常に批判するっていうことを繰り返すことになります。そしてですね、その中においては、例えば自分たちが、ワクチンの危険性を訴えるっていう基本姿勢があるときに、それが行き過ぎたものとして、例えばもうプラグ抜いちまえっていう呼びかけなどがツイッターで行われていました。これに対して自分たちもそこまでは求めていませんよっていうことで加担することができないので、その部分については非常に扱いを小さくして、ほとんどの人たちの目の触れないようなところだけで報道するわけです。報道していないわけじゃないんだけど、決して、主流な話としては持ってきませんっていう手法を取るわけです。これはですね、非常に恐ろしいことなんですけれども、目立つように報道するものと目立たないように報道するもの、そこにこそまさに報道機関の自分たちの、そこが自分たちの腕の見せ所みたいに勘違いしている部分があるんですよね。だから誤報の記事とかが流れる時においては、一面でバーンって投げかけてきて、その訂正記事はもう非常にちっちゃく、もう、この前回、掲載しましたお話につきましては、こういう点が間違っておりました。今後も再発防止に努めますみたいなことがちょこっと書いてあって、こんなん誰が気づくかいっていうね。そんなことが起こるんですよね。だからこそ現在のこのワクチン問題について言っても、また、基本的にはこの配送の問題じゃないか、もしくは供給量のある程度問題っていうふうに言われているわけですが、そもそもワクチン打つための希望者数を募ったらめちゃくちゃ数が多かったからこそこういう問題が発生しているわけですけど、その部分についてはあんまり言わずに、なんで足りないんだ、政府はこんな目算もできなかったのか、バカかおめえは、みたいな話で、非常に盛り上がってしまうと。で、その方が基本的にはマスコミとしては、みんなが見て喜ぶだろうって思ってそれを報道してしまうっていうね。この構造、非常に自由の、報道の自由の意味を履き違えているという部分はありますよね。よいしょ。で、その部分について言ってもあんまり自分たちとしては腕の見せ所を感じないんでしょうね。みんなが不安がってるっていうのを見て、自分たち報道したわ。みんなが驚いてるわっていうところを見て、自分たちの報道した意義を感じてしまうっていうのはちょっと変態っぽいですけど、そういう面はありますよね。今の報道には。
というわけで、そのあたりについては、コメントとして北川明宏さんが視聴率が取れるからですと、まあ一言で述べております。まあ、ぐだぐだ言わず、それが答えだよって言われたら、ちょっとそう言ってしまう部分は、まあちょっとあるんですけどね。はい。というわけで次行きましょう。雨の中のくまさんのコメントをご紹介します。自分が知らないだけだったらすみませんが、上川さんのジェンダー平等問題についての考え方を聞いたことがない気がするので、お聞かせ願いたいです。個人的には男がいて女がいて、男らしさがあり、女らしさがあるはずの本来の人間の社会を無理やり、カタツムリのような私有動体生物のようにしたいみたいで、差別はいけませんが最近ではやりすぎな気がします。このジェンダー問題についてなんですけど、いろいろなポイントが複雑に絡み合っているので、なかなか話がしづらい問題ですよね。まあ、例えば今、オリンピックの関連の話で言えば、元男性なんだけど、今は女性っていう区別で、競技を続けていて、オリンピックに出場する選手がいます。肉体的には男性で生まれたので、その男性の肉体なんですけど、ホルモンのテストステロン値の値から言うと、今は男性ではなく女性扱いしていいですよなんていう規定をクリアした形で、まあオリンピックには出てるんですけれども、でもね、もともと肉体的には男性で生まれてきたんだから、圧倒的にスポーツでは肉体的の男性の方が強いのは間違いないんですよ。だからこそ、女性の体で生まれてきた人たちと同じに出てきたら、それスポーツ選手としては、何あの人ってなるのはね、これ避けられない話ですよね。で、これに関しては、まあ以前の生放送の中で言ったと思うんですけど、まあそういった人たちの存在もあるよっていうことを前提にして、男性、女性、その他っていう第三の形でも、仕分けしてもいいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。で、これはですね、男性で生まれてきたけど女性ですっていう風に変わる方もおられれば、その反対の人もおられるんで、でも、それが人口の中で言えばものすごい多いかと言われれば、そういうわけでもないので、まあ、ある程度第三の性別という形にすればいいんじゃないかなと。まあ、そうしないと、男性で生まれてきたんだけど女性になった人、女性で生まれたけど男性になった人っていう形で、これを2つ種類を加えるだけで、まあ4つの区分に分かれてしまうので、もうちょっとね、待ってねっていうことになるので、もう3つぐらいでいいでしょうというふうに私なんかは思ってしまいます。で、あと気をつけないといけないのは、日本の中でもこの、性別、肉体の性別と脳の性別っていうのの、一致しないっていうことを認めて、戸籍の段階からチェンジするっていうことがちゃんとした手続きとしては一応取られております。なので、現在のところだと、医師の診断のもとにあなたは、肉体的に生まれてきた性別と脳みその性別に差がありますね。じゃあ、肉体の性転換もすることを、医師として受け入れられますし、また戸籍についても、変えましょうっていう、まあそういった手続き、まあもちろん問題とか手続きの煩雑さとかは、まあいろいろ問題はあって、それらについては乗り越えていかないといけないんですけど、まあ少なくとも脳みその性別と肉体の性別をぴったり合わせることは、私はこれは問題ないと思います。で、問題なのは、本当は全然問題ないのに問題があるかのように装っている人たちは、まあこれは何としても罰せなければならないと。例えば、脳みそが男で、体も男の人が、いや、私は心は女なんだからとか言って、女湯に入っていくのはこれ犯罪ですよっていう話ですよね。その時の言い訳として、私はこう見えても、脳みそは女だから女湯に入って何が悪いんだとか言ったら、お前何言ってんだよっていうところで、そこはもう装った罰として、ちょっと上乗せは必要だなとか私は思いますね。まあ、偽る人たちっていうのは、それこそ医者も騙そうとするわけですから、まあ、ここの判断は非常に難しいところなんですけども、性的指向と、それとは別に本当に肉体的な、性別と脳みその性別っていうのも、まあ、ある程度分けて考えないと、ここは結構ごちゃごちゃっとして間違えちゃうところですよね。で、これはまあ昔からこの問題っていうのは存在しているんですけれど、昔の場合だとそれらについて、それこそ、
なるべく隠してしまう方向に持っていかれたことが多いわけなんですけれども、まあ現在だと特にそのことについて、私はあまり隠さずに普通に生きていけるような時代へと、まあそれこそ教育の場面から少しずつ手を入れていけば問題ないのかなとは思うんですけどね。これはちょっとやめときましょう。うん。うん。で、まあ私の話のことなんですけれども、まあ私自身は肉体の性別と脳みその性別っていうのは基本的には一致しています。で、なのにじゃあなんで女の姿で動画撮ってるんかって言われたら、これは別にですね、肉体と脳みその性別がずれているわけでもなければ、性的指向として異性愛ではなく同性愛かとかそういったところとは全く関係なくてですね、まあゲーム理論のお話をしないといけないんですよね、この時。まあ例えば、まあ今日ドラクエの話が出てきたわけなんですけども、ドラクエの場合だと主人公の性別を選べるっていうことがどのシリーズだったかちょっと思い出せないですけど、ありました。男勇者、女勇者から選んでゲームをスタートしましょうってなった時に、男だったら男勇者を選ぶのが 100% かと言われればそういったわけではありませんと。男でも女勇者を選ぶこともあれば、女性の方が男勇者を選ぶこともありますという形でですね。いわゆるアバターとしての性別っていうのは、まあ男女自由に選べるわけです。で、私の場合だとそういった意味では、例えば自分の姿っていうのを別に自分の肉体の性別である、まあ男の方に寄せるかどうかっていうと別にそういうわけでもないと。まあ例えばゲームを遊ぶときには、可愛い女の子を使ったりすることもあるし、まあその延長線上で私という、まあ人間のキャラクター性として別に男のまんま別に出ることないよねっていう考え方もあって、まあ女性の姿を楽しんでいるということです。まあなのでそういった意味においては、まあ少なくとも私が、女湯の方にいきなり入ってくることとかはありませんのでご安心ください。で、それと同じようにですね、私の恋愛対象も基本的には異性の方でございます。よいしょ。さて、次行きましょうかね。っていうか、もう結構、5時過ぎて、あと一つぐらいにしましょうか。じゃあちょっと今、チワワさんと今日一日頑張りですね、2つなんで。ちょっと今日一日頑張りですね、さんの方に行きましょうかね。こちらの書き込みをご紹介。数年前の NHK クローズアップ現代を見返してみました。中国と韓国を褒めちぎるものばかりでした。中国は世界の大国になる。韓国経済は日本経済に似迫っている。そして米国を腐してトランプ氏をこき下ろしていました。NHK の問題点は職員がほぼ国家公務員の地位であるのに民間企業を名乗っていることです。記者会見では前列中央席を与えられ、事件現場にタクシーで行き、高級であり、報道内容に責任を取らない。メディアの先民意識もそろそろ改善されて良い時期ではと思います。まあ、といったわけで、この NHK クローズアップ現代から、まあ、じゃあ過去どんな放送がされていたのかなっていうのを、まあ今日一日頑張りですが見ていましたと。で、その中においては今後中国っていうのは世界の大国になるし、韓国経済は日本経済に迫っている。そして、米国に対してはどっちかっていうとネガティブな話をしてトランプ氏を、こき下ろしていました。という内容だったそうでございます。まあ、どの、なんていうかな、どの放送回かとかはちょっとわからないんですけれども、まあ、何年か前というか現在にも全く同じなんですけれども、例えば中国企業が伸びていますよなんていう特集はですね、クローズアップ現代だけではなく、まあ時々 NHK の9時台のそれこそ1時間ぐらいの番組でも取り上げられていることがありました。まあ例えば量子コンピューターの分野であったり、バイオテクノロジーの分野であったり、そういったものについて中国企業が非常に躍進している話なんかも、まあ NHK の特集の中で私も見たことがあります。まあ韓国の話っていうのが、まあ、ちょっと、クローズアップ現代で取り上げられてるのっていうのはちょっと私は見たことはないんですけど、まあ多分何年か前だとそういったものもあったんでしょう。で、その中において、まあ韓国企業、韓国経済が伸びてますよっていう話なんかも、まあきっと出てきた話だと思います。
まあ、ただ気をつけなければならないのは、まあ、韓国における経済発展というのは基本的には財閥企業に、まあ、集約されていて、日本型の経済とは、まあ、そもそも、まあ、根本が違うので、まあ、韓国経済が伸びましたよと言っても、まあ、韓国の財閥の、まあ、その、筆頭であるサムスンが例えば、まあ、韓国にいてもいいことないし、さっさと海外へとっていうふうにちょっと思いついたら、もうその後韓国経済の柱はあっという間にズボッと消えるよっていう、まあそういった危険性を持っていることはちょっと指摘しておきましょう。まあ少なくともサムスングループも別にですね、今の政治的な圧力を加えられている状況をいいとは思っていないはずなので、まあ韓国に果たして留まり続けるのかなっていうと私はちょっと疑問に思っています。で、実際問題サムスンは海外に対する投資額っていうのを増やしていて、国内に対する投資は確かにメモリー産業については行っているんですが、今後も果たして続けるかなっていうのはちょっと疑問ですね。うん。トシ君2倍速で後追い再生追いついたみたい。まあそういったこともあるかな。で、基本的には中国がこの後伸びるっていう話も、基本的には人口のその伸びっていうものをある程度加味した上で、今は少子高齢化なんだけれども、その少子高齢化の問題が、一番ピークを迎えるその前においては、まだ問題が少ないから、経済が伸びて、アメリカの GDP を超えますよっていう時期が来るわけです。ところがですね、じゃあその後、ずっと反映し続けるのかと言われたらそうではありませんよと。人口動態から言っても、この少子高齢化問題によって、中国は空前の高齢化社会がやってくると。もう日本よりもはるかに大きな問題としてこれが中国にのしかかってくるので、この繁栄が永遠に続くわけではありません。むしろですね、この少子高齢化問題っていうのは、アメリカみたいにどんどん移民がやってくる国の場合だと、結構緩和されるんですよね。アメリカの場合だと、高齢化する前にどんどん新しい人が、まあ、出生率が高くなくても、若い人を中心にしてアメリカで俺は一旗あげるぜみたいな人がどんどん入ってきて、アメリカンドリームを成し遂げようとする関係で、あんまり人口動態っていうのに縛られずに経済発展が望める環境があるんですよね。一方において中国では、じゃあ自分たちの国民以外からのその人がやってくる割合が高いかって言われるとそういったわけではありませんと。他の国々からどんどんと中国でビジネスやろうぜって言ってやってくるわけではないので、この後少子高齢化問題っていうのをまさに中国経済に巨大な問題としてのしかかってくるので、まあこの後いずれピークをつけた後は基本的には右肩下がりになってきますよというのが、まあ長い目で見た場合の中国です。まあその後人口動態から言うとこの後インドやまあそのしてまあアフリカ大陸へとその中心が変わっていくわけなんですけれども、まあ基本的に大事なのはそのように市場としての大きさっていうところから言って中国やインド、アフリカ大陸と果たしてその中心が移ってきたとしても、そこで誰がまあ物を売ってサービスを売って利益を出すかっていうそこの勝負っていうのは、まあ今後も日本企業はぜひとも携わっていってほしいところですよね。まあなかなか中国市場を攻略するためとか言って、まあ出ていった企業も多いわけなんですけど、少なくともインドやアフリカ大陸だったら、まあこういった中国との関係との話よりも少しはまともな、まあビジネスを展開することもできるんじゃないかなとは私は思っております。レンさん、生姜ののど飴。生姜ののど飴っていうのはちょっと、なんか味がきついかなみたいな感じをまあ持ちますけれど、まあそういったものがあればちょっと試してみましょうかね。他の方は、星の小太郎さん、スーパーチャットありがとうございます。ルニーハニさん、喉に優しい何か大にということで、スーパーチャットありがとうございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。5本と言ったら龍角散。確かに龍角散っていう手もありますよね。まあ、龍角散多分ね、私飲んだことはないんじゃないかなとか思いますけど、何か、マヌカハニーに変わるものがあれば使うかもしれません。龍角散のど飴は薬臭いけど効く。なるほど。そういう手はありますね。
でも確かにな。でも、龍角散のど飴は買ったことないですな。まあ、今度ちょっと試してみましょうか。まあ、今日のこの5本っていうのは別に、まあ、生放送が続いてくると喉が渇くなとか、まあ、そんな感じでだんだんと、喉の体力がなくなっているからで、日常的にこういう5本してるわけではありません。さて、それでは、まあ、3時スタートで、まあ、5時半という時間にもなってまいりました。まあ、やはり昨日生放送をやったこともあり、なんとかこの時間で収まったなっていう感じで私は思っておりまして、もしも昨日生放送を行わなくって、今日の一日でこの皆さんからの書き込みに、よし、この話しようかなっていうのを盛り込んだら、何時間やるんだっていう話にやっぱりなったなっていうふうに思っておりまして、まあ昨日2時間ぐらいやったわけですけれども、今日も2時間半やったので、これ2回に分けなかったら4時間半ですよ。もうさすがに4時間半は喉が、持たないですよね。今日やっぱり2回に分けてやった分、2時間で済んでよかったなっていうふうに私としては思ってしまいます。ナイスジャーキー。ナイスジャーキー。なんかナイスジャーキーだけちょっと違うものを混じってる気がしますけど。パープルパープルさん、スーパーチャットありがとうございます。中国との付き合いはやめてほしい。100均関係の人ごめんなさいっていうことなんですけど、まあ、100均のその製品がどこで作られるかっていう話になった時に、まあ伝統的に中国で作られているものが、まあ非常に多いこともあって、100均関係の人ごめんなさいという話になったと思うんですけれども、まあそれこそですね、まあ輸送費そのものについても近さの問題もあって中国だったわけですけど、人件費が上がっている関係で少しずつ中国生産のものも減ってくるんじゃないかなと私はまあ期待しております。よいしょ。3位さん2時間超喋り続ける上川さんはすごいですっていうことなんですけれども、まあ確かに自分一人が喋ってるっていうのはまあありますけれど、まあ生放送っていうジャンルで言うと2時間ぐらい喋り続けてる人たちってまあ結構いますので、まあそれほどまあものすごい才能ではないですよね。というかですね、誰かと一緒にこれの放送ができたらすごく楽になるのになとか、まあちょっと思いますよね。話す人が2人いて、例えば A さんが隣にいて、こんな話が出てますよ、どう思われますかみたいな形でインタビュー形式とかあれば結構なんていうかな2時間もあっという間かなと思うんですけど、私の場合だと、まあ、読み上げソフトを使うことで、この話題がありますよっていう紹介部分の時だけは休んでますけど、それ以外はまあ大体喋ってるので、まあ結構喉への負担はまあありますよね。みつきますさん、2時間なんてあっという間だね。そうですね。まあやっぱりですね、この2時間っていうのを短く感じるのか長く感じるのかっていうのがまあ非常に大事なところで、この2時間っていうのをなんかあっという間に終わったなと思えれば、やっぱり私はそれはもうすごく良かったというふうに思ってます。まあ特にですね、時間があってもものすごく退屈に感じるものってあるじゃないですか。まあ例えば学校の授業なんかがその例だと思うんですけど、まあ例えば45分授業がありますよってなった時にも最初の10分ぐらいでこの10分間がもうすでに1時間経ったんじゃないかぐらい退屈に感じるなんていうのことがあったら、もうそれは厳しいよねっていうところで、もうそれこそ眠くなる、寝ちゃうとか思うわけですけど、逆に言うと2時間半の映画とかも見て、もう2時間半経ったのって思えたら、やっぱりその2時間半っていうのはすごくまあ自分にとって評価が高いですよね。まあそんな具合にしてですね、私の生放送も、まあ2時間を超えてますけれど、もう2時間も経ったのっていうふうに感想を持ってもらえたら、まあ自分自身で、やっぱり面白かったんだなっていうふうに思っていただければ嬉しいことですし、また見終わった後に評価ボタンのクリックもしてもらえると励みになります。というわけで、本日2021年7月4日の放送はここまでといたします。次回はですね、さすがに生放送3連発となると私の喉が多分死んでしまうと思うので、次回は生放送ではなく動画の方でお会いしましょう。というわけで日曜日の午後、ご視聴いただきありがとうございました。次は動画でまたお目にかかりましょう。それでは皆さん、またね。